びっくりするぐらいの設備が搭載されています。似合ってる。よかったじゃあおやすみ。おやすみ。ジル520は13年落ちの中古車、走行距離約3万キロ、598万円、ゴーキュッパで購入しました。今新車だと1000万は軽く超えます。中古車だと半額です。ただ設備が古くてやばそうでしょ。でもね、昔のキャンピングカーすごいんです。もうね、びっくりするぐらいの設備が搭載されています。後で詳しく紹介します。はい、河川敷移動しました。なぜこのキャンピングカーに決めたのか、大きく分けて2つ理由があります。コンビニなど駐車できるサイズでできるだけ大きいキャンピングカー。2つ目はフル装備、トイレ、シャワー、エアコンのついているキャンピングカー。当初は 4WD のもっとコンパクトなキャンピングカーを考えていましたが、能登半島の地震で家が被災して考え方が変わりました。自分の家も被害を受けました。そして実際にキャンピングカーで避難車中泊してみて大きく考え方が変わりました。もうできるだけ大きい方がいい、大きさが正義という考えに変わりました。その中でも普段使いできるギリギリの大きさのサイズを選びました。田舎に移住したので駐車スペースはあるし、道路も比較的広いのでこのサイズにしました。カムロードベースのキャブコンの中では最大規模のキャンピングカーになります。全長516センチ、全幅が206センチ、サイドオーニングついてますんで、それを含めると211センチ、全高294センチ。2つ目の条件、フル装備のキャンピングカー。トイレとシャワー、家庭用エアコン、この3つついているキャンピングカーを探しました。災害時は特にトイレ、シャワーは重宝するはずです。生活用水タンクが67リッターでお水もたくさん搭載できます。この理想の条件の中で価格が前のキャンピングカーを売却してプラス100万から200万くらいで探していて見つかりました。ジル520のスペックはこちらに掲載しておきます。エンジンは3リッターディーゼルターボ駆動方式 4WD、 ミッションは 4AT です。乗車定員7名、就寝定員5名、車両総重量3285キロ、3.5 トン以下なので普通免許でも運転できます。参考までに任意保険は7万円くらいでした。車両保険などもつけています。それでは外装から紹介していきます。ベース車両のカムロードは現行ではなくて一つ前のカムロードになります。青緑っていうんですかね、このラインがレトロさを感じます。今のキャンピングカーは全部白になっちゃったので、こういうデザインはもう今はないですね。このバンクの青いラインはちゃんと意味があって、雨などがかからないようになっているそうです。そしてこのフロントバンパーのエアですね、これは当時オプションでした。このフロントから運転席とかまでつながっています。なんかこうやって見るとガンダムチックですよね。13年前のキャンピングカーなんですけど、結構なんか艶もあって綺麗な状態です。走行距離は約3万キロだったんで、ガレージで長期保管していたかもしれません。サイドもフロント同様、この青のラインが入っています。で、こちら金色のデカールが貼られています。520の0のとこデカールが少し剥がれています。中古なんで仕方ないですね。バンテックさんは CS ボディを採用しています。つなぎ目のない FRP 一体成形タイプです。衝撃吸収に優れ、万が一の事故の時も乗員を守ります。つなぎ目がないので雨漏りの心配が減るのがいいですね。ボディの FRP の中に断熱材が入ってます。キャブコンの一番の強みですね。夏は涼しくて冬は暖かく過ごせます。ボディもう一つ特徴があって、この CS ボディを支えているこの下のところですね、これがソリッドスクエアフレームを採用しています。住宅で建てると基礎にあたり、キャンピングカー全体の構成が強化されています。なので走行時、高速道路でのコーナリングやカーブが多いところでも安定して走行できそうです。で、このタイヤ全部見てるのがいいですね。走行前にタイヤの異常とかも発見しやすそうです。こんな感じでタイヤの溝に小石噛んでる時も除去しやすいですね。右側運転席側のすぐ後ろに外部電源の入力があります。はい、この防水のコネクタ、こちらを挿して、そして反対側こちらを AC コンセントに挿せば電源が供給されます。その下燃料タンクになっています。で、このドアなんですけど、こんな感じで回すだけでロック解除されるんで、鍵がいらないタイプのドアになってます。これは便利ですね。
ここに鍵を挿して給油することができます。軽油タンクは80リッターです。隣に LP ガスがあります。でこちらなんですけど、 LP ガスじゃなくてカセットガスでも使えるように前のオーナーさんが設置されています。 LP ガスなんですけど、充填してくれるお店が少ないんです。かなり不便なんですけど、 LP ガスに決めた理由が3つあります。1つ目が富山県の自分の住んでいる地域に充填してくれるガス屋さんがありました。2つ目は災害時です。 LP ガスかなり重宝します。電気はすぐになくなるんですけど、 LP ガスは長時間持ちます。なので災害も想定してガスにしました。3つ目なんですけど、キャンピングカーの情報発信をしているので、このガスも経験した方がより一層実用的な情報が伝えられるんじゃないかなと思います。今度4月にですね、ガスの講習があります。オンラインで受けれます。その講習を受けると充填できるようになるようです。しっかり勉強してまた動画でもお伝えします。で後ろの方、こちらに給水口があります。ここにホースを突っ込んでお水を入れます。67リッターです。その後ろはマルチルームにつながっています。この下はトイレのお物タンクです。これを引くと出てきて、ここから捨てられます。でこの上はトイレを洗浄する水ですね。こちらに入れます。でその上はトイレのマルチルームの窓があります。でその後ろ窓2つもこちらリアベッドの上段と下段の窓です。でここはリアのバゲッジスペースのドアになります。かなり広いですね。でその下、こちらも収納スペースがあります。結構ここも広いですね。反対側のサイド、助手席側になります。でこちら運転席側と違うのが、このまず入り口のドアがあります。そしてサイドオーニングもついています。でこのサイドオーニングはマンデクさん標準でついています。このサイドオーニングの上、こちらちっちゃいのがこのキッチンの換気扇の吹き出し口です。下の方、ルーバーの中にエアコンの室外機があります。横に入り口があって、ここは冷蔵庫の排熱口ですね。そしてこちらはボイラー、その上にキッチンの窓があります。でここはリアのスペースになってます。で反対側からこんな感じで出し入れできます。でここには清水タンクですね、20リッターあります。これは飲み水とかに使えます。生活用水のタンクと別に用意してくれているのがありがたいですね。でこちらはリアベッドの窓になります。上段の方は窓がありません。車体下がこちらに排水タンクがあります。でこれですね、こっから排水が出てきます。こんな感じで蓋が取って、でここにホースとかつないで汚水流せるところにホースを持っていって、このレバーを引くとジャーって出ます。排水タンクは70リッターです。後ろのライト、これ縦に並んでるんですけど、なんかすごいレトロですよね。この一番上にあるのがこれリアスポイラーらしいです。これがあることによって高速道路の橋どう変わるか楽しみです。そしてこのナンバーのところ開きます。ここはゴミ入れにちょうどいいですね。穴開いてますんで汚れても洗い流せます。でここもバケッジドア、後ろつながっています。だから3方向から荷物出し入れできます。この高い位置についてるこちらなんですけど、サイクルキャリアです。自転車を積めます。あとはこんな大きいボックスですね。で自分の軽キャンピングカーインディ727も積んでるんですけど、そういったもので収納も増やすこともできます。こちらはオプションです。でその隣、こちらラダーは標準でついています。ここのフックを外すと使えます。これで屋根の掃除や雪落としもできます。ちょっと登ってみます。一番後ろに大きいソーラーパネルが乗っています。これ多分200ワットぐらいあると思います。でマックスファン、そしてテレビのアンテナでマルチルームの換気口、これなんですけど衛星受信できるアンテナです。結構綺麗に隙間なく設置されています。やっぱこれ高さ3メーター近くありますんで高いですね。ちょっと怖いです。ただ景色のいい車着スポットでしたら、このルーフ上がるとさらに絶景を拝めそうです。リアのタイヤはこちらシングルになります。現行のジル520はリアがダブルタイヤです。やっぱりダブルタイヤは安全性が高いので羨ましいですね。ただシングルタイヤのメリットもあります。まず乗り心地がすごいいいんですよね。特に雪道はダブルタイヤより断然シングルタイヤが快適です。あとはタイヤ交換と空気圧の管理が楽です。シングルタイヤのデメリットはやっぱりバースト時の事故ですよね。ダブルタイヤだったらそのまま走行できるんですけど、シングルタイヤは事故になっちゃいます。
なのでより一層タイヤはチェックしていきます。交換時期も気をつけて、毎回乗る前空気圧チェックで、目視でもチェックしていきます。空気圧毎回チェックするのは大変なんで、後日エアモニをつけたいと思います。タイヤのホイールは15インチ、これノーマルのホイールから変わってます。前のオーナーさんが変えたようです。なのでワイドタイヤ履けるようになってます。ノーマルが195サイズなんですけど、これは215です。タイヤの幅が広くなったことでコーナリング時の安定、そして横風の煽り耐性も強くなっていると思います。でこちらなんとこれリアなんですけど、黄色いやつですね、あれがショックアブソーバー変わってます。ビルシュタインです。でこれフロントなんですけど、ここも変わってます。黄色のやつありますよね。なので前後4本強化ショックアブソーバーに変わってます。これはラッキーでした。あと足回り強化できるのはスタビライザーですかね。左右のロールを押さえることができます。また今後入れていきます。これはオプション自分でやったんですけど、足回り防水塗装だけしときました。雪国なんで道路に塩化カルシウムが巻かれていてすぐに錆びてしまいます。これで錆びには多少強くなったいと思います。あとはできるだけ雪道走った後は洗浄していきたいと思います。走行面で気になるのは高速道路の走りですよね。風の煽りどのぐらい煽られるのか、あとサイズが大きいんで一般駐車場ちゃんと止められるのか、この辺は実際に車尺に行って検証してきましたんで、また後日編集終わり次第配信します。まず入ってすぐこちらにあるのがメインスイッチになります。こちらでもスイッチ切れます。こうすると後ろの照明など全て切れます。で座席なんですけど、こちら1人助手席2人、間にもう1人3人座れます。これかなり自分夢だったんです。家族で前3人座るの。前のキャンピングカーライトキャバコンは前2人しか座れませんでしたんで、自分いつも前で1人でした。このキャンピングカーで3人で早く車中泊に行きたいです。まずはこちら、このダッシュボードも全てそうなんですけど、ウッドデッキパネルです。こちらオプションになってます。前のオーナーさんが付けられてました。こちらも外装同様レトロな感じがします。サイドのこういったところですね。こんな細かいところもウッドデッキパネルです。助手席側もです。やっぱりトラックがベースなんでトラック感はあるんですけど、こういったものがあると気分を高めてくれます。で嬉しかったポイントなんですけど、なんとこれクルコンついてます。ここに社外品のピボットのクルーズコントロールです。これ自分で付けようと思ってたんですけど、もうついてました。これはラッキーです。ちょっと見にくいんですけど、これがクルコンです。でこの下のボタンを押すと80キロ例えば走っていたら80キロでキープしてくれます。で上下で速度を変化します。で解除はもう一回これ長押しするか、ブレーキを踏むか、もう一つここにコントロールがありますんで、これを押すと解除されます。で解除されてもこの上のボタン、レースボタンって書いてるんですけど、これを押すとまだ先ほど設定した速度で走行してくれます。このクルーズコントローラーはスロコンも兼ねているタイプでした。なのでスポーツモードやエコモード、ノーマルモード、この3つのアクセルレスポンスで運転をサポートしてくれます。で乗ってみた感じ、やっぱりキャンピングカー独特の視覚ですね。この左後方が見にくいんで、これはなんかもう一個ミラーを追加したいです。他スイッチ類なんですけど、こちらミラー格納ボタンで、こちらはアイドリングアップボタンです。冬場などエンジンが冷え切っている時に使えます。でこちらなんですけど、排出ガス浄化スイッチとなります。自分ディーゼル車初めてなんですけど、この車はアドブルーがありません。基本的にディーゼルのすすは自動的に燃焼してくれるそうなんですが、 DPF 再生不十分とディスプレイに表示されたら手動で処理するようです。この辺ディーゼル車初めて所有するので、実際に体験しながら覚えていきます。いや、このレトロな感じいいですね。ソファーの色も落ち着きます。この家具も落ち着いた色合いです。窓が大きくて、で高さもありますんで、かなりよく景色が見えます。これから家族でいい景色が見れると思うとワクワクします。ダウンライトがたくさんついていて、非現実的空間といった感じです。これはテンション上がります。レイアウトは王道のセンターにダイネット、後ろにマルチルーム、ギャレー、一番後ろはリア2段ベッド、そして前の方にバンクベッドです。普通このレイアウトはこのダイネットは狭くなるんですけど、これはサイドソファーがありますんでかなり広く感じます。全長が516センチ、少し伸びるだけでこんなにも変わるんですね。前に所有していたライトキャブコンや5メーター以下のカムノードの場合、このスペースちょっと短くなるんで、電子レンジや下駄箱、テレビ台などが置かれているパターンが多いです。
このサイドソファーをここまで延長できますんで、横になって眠れそうです。ライトキャブコンマツダボンゴベースのキャンピングカーからこのカムロートベースのキャンピングカーに変わって思ったのが、前方の運転席の見え方全然違います。ライトキャブコン結構その運転席が低かったんで地面の方しか見えなかったんですね。でもカムロードは前も高いんでちゃんと前方が見えます。これは後ろ乗ってる人は安心だし酔いにくいと思います。入り口なんですけど、靴が2足と子供用もう1足ぐらい置けそうですね。最近のキャンピングカーはここにももう一台あるんですけど、これは大タイプです。で、ここステップがあります。これは電動ではなくて手動で出し入れできます。ここに照明が所蔵あります。下駄箱っぽいのはないんですけど、すぐ横、ここは空洞になってますんで靴など置けます。あとはここですね、フロアのところ、ここに収納ありますんで、ここも靴が置けそうです。ドアはこちらを下に下げると外れますんで網戸になります。で、鍵はなんとこれ集中ドアロックです。運転席のドアをロックするとこちらも自動でロックされます。これなんと標準装備なんですね。さすがフル装備のキャンピングカーです。ドアのすぐ横、こちらなんですけど、ポーチライトは外のライトです。で、ここがメインスイッチになります。これを消すともうすべての電源が切れます。このセカンドシート2人、サードシート2人、乗車定員4人座れます。サードシートは3点式シートベルトなんで、チャイルドシートも装着できます。セカンドシートは2点式のシートベルトです。で、運転席前方の方に3人座れますんで、ここ3人と後ろ4人で合計7名乗車です。この運転席の横の中央の席はこんな感じですぐ倒せますんで、このまま雨の日など運転席に行くことができます。セカンドシートのすぐ後ろ、ここ本立てがあります。取説とかここ置けますんで助かります。この入り口のドアが前の方でなくて後ろの方にありますんで、かなり広く感じます。この王道のセンターダイネットのキャンピングカーの中では一番広いんじゃないでしょうか。このサイドソファーをこんな感じで前に拡張することができます。これ横向き何センチか測ってみます。ちょうど180ぐらいですね。自分は身長170センチなんですけど、足を伸ばして眠れます。日本人男性平均ぐらいの身長であれば問題なく眠れそうです。ここで子供が寝て、でこちら側で大人が晩酌することもできます。このサイドソファーがあるのは昔のジル520で、現行のジル520はありません。もうこのセカンドシートがこの端までつながってます。で、入り口がもうちょっとこの辺で、ここはソファーがない状態です。テーブルと窓の間のこのサイドカウンター、これかなり長くて端から端まであります。で、ドリンクホルダーがあって、この窓の横にはなんとこんな感じでフックがあります。フックをかけたりカバンをかけるのに便利そうです。こんな感じで純正でやっていただけるとすごい自然なんでありがたいですね。そしてダイネットスペースには一番大きい窓、こちらアクリル二重窓で結露や断熱に強い窓です。今網戸になっていって、で下こちら上げるとシェードになります。そして押してあげると窓が開きます。こちら1段階だけ止まります。でこの窓は走行中は開けることができません。サイドソファーの上には大きい液晶テレビがあります。で屋根には衛星放送のアンテナもあり、スピーカーも2箇所設置されてます。前のオーナーさんはここでいい音でテレビを見てキャンピングカーライフを楽しんでいたようです。自分はキャンピングカーでは晩酌が一番楽しみです。人それぞれキャンピングカーの過ごし方がありますね。中古車は前のオーナーさんのキャンピングカーの楽しみ方もわかるのが面白いですね。ダイネットの上には照明と換気扇、これマックスファンは当時オプションだったんですけど、もう設置されていました。家庭用エアコンはこのダイネットのすぐ上、直接風が当たる位置にあります。こちらは当時標準装備でした。確かキャンピングカーに家庭用エアコン初めて付けられたのがバンテックのジル520だったと思います。今ではもう当たり前のようについてますもんね。自分も次のキャンピングカー買うときはこの家庭エアコンが必須条件でした。こんな感じで収納の中に収まってますんで、かなりおしゃれですよね。で、片側半分だけこのダイネットスペース、もう半分は奥の方に行きます。ここをずっと通って、でリアベッドの上段に吹き出し口があります。でこちらの車両なんですけど、走行時夏場などリアクーラーがないですね。走行用の前の車はこの辺にリアクーラーがあって、後ろでも快適に過ごせました。なので夏場の走行時、後ろに人乗るときはこの家庭用エアコンを使うことになります。
エアコンの電源はサブバッテリー、このセカンドシートの下に鉛バッテリーが入ってるんですけど、そちらを使います。ただそうなると旅中サブバッテリーの容量がどんどん減っていきます。バンテックさんはそれを解決するためにサブバッテリー経由でエアコンを使わずに、エンジンが始動している時にできたオルタネーターからの発電気をサブバッテリーを経由せずに、そのままインバーター通って家庭エアコンつけれるようになります。インバーターはバッテリー DC から AC に変換してくれて家庭用のコンセントが使えます。普通はサブバッテリーからインバーターに行くんですけど、走行発電カムロードのオルタネーターから直接インバーターに行きますんで、サブバッテリーの容量は関係なく永遠にエアコンを使用することができます。ただ気になるのが、やっぱりこのエアコンも使うんですけど、サブバッテリーも電気充電してほしいんですよね。この辺自分はこのバンテックさんのデュアルソースエアコンシステム初めて使用しますので、実際に試しながら動画でまたお伝えしたいと思います。今回のキャンピングカー選びでこだわったポイント、マルチルームです。トイレは標準装備で付いていたカセットトイレです。中古なので変えようかなと思ったんですけど、綺麗なのでそのまま使ってみて気になれば交換したいと思います。トイレの水はここを押すと電動で流れます。で、汚物が溜まってくるとここに印が出ます。汚物タンクの容量は17リッターです。これを正面に回して、でこれで広く使えます。で、水流してここの弁をこうやって開くと汚物と水が全部下のタンクに行きます。汚物タンクと水には専用のリンスや薬剤を入れます。なので匂いをしないという噂なんですけど、ちょっと今回初めて使います。しばらく使ってみて、使いにくかったら外すのも検討します。今までずっとラップポンというトイレ使っていました。防臭袋に凝固剤入れて固めるタイプのトイレでした。処理がすごい楽なんですよね。ただコストが高くてゴミが出るので、長期旅はこのカセットトイレが使い勝手良さそうです。この辺もまた動画にしていきます。シャワーなんですけど、レバーはここにあります。で、お湯とお水の混合線です。シャワーはここにあり、これ上下移動、これと角度が調整できます。温水ボイラーが約20リッターで水も混ざりますんで、2回分のシャワーは浴びれるかなといったところです。でこれシャワーカーテンなんですけど、これは当時オプションでした。こちらももう設置されてました。上に換気口、こちら網戸があって、このまま上げると開きます。でこちらも窓があります。これ伸ばしてこれで固定します。これである程度換気はできると思います。こっち側は網戸あるんですけど、こっち側は網戸ありません。そしてもう水が入ってますね。これ抜けないんですよね。まあ中古車なんでこの辺は仕方ないかなと思います。普通に使う分は支障ないと思います。こちら側にガスで2口あります。でこっち側はシンクです。でガスはこちらにスイッチがあります。で蛇口2つあるんですけど、こちら側が生活用水、お水とで混合泉のお湯が出ます。でこっち側は清水タンク、リアベッドの下にあるタンクにつながってます。飲み水はきれいなお水、洗い物は生活用水タンクと2種類のお水を分けられます。生活用水はこのサード下にタンクがあります。これですね。ちょっとアクセスは悪いんですけど、お水入れるのは外から入れられます。でコンロの上にレンジフードがあります。これ電気ついて、これで換気扇が回ります。自分車内調理もしますんで、このレンジフードはかなり欲しかった装備です。メンテナンス性は気になりますが、ガンガン使っていってその辺も確かめていきます。冷蔵庫は DC12V 電源でサブバッテリーから電源を取ります。で容量は90リッターと結構大きいです。1段、2段、3段、4段で、上は冷凍庫ですね。これなんかもうつまみ折れちゃってます。この辺は中古なんで仕方ないですね。でこっち側はドリンクが1、2で、一番上に小物が入れられます。前のキャンピングカーは冷蔵庫の容量40リッターで3人家族だと足りなかったんで、サブ冷蔵庫を持ってきてました。なので今回は1台でいけそうです。これは助かります。でこれすごいいいなと思った仕組みが、ロックはこのピンを上にして外して開けるんですけど、2つあります。なんでちょっと開けてロックすることができるんですね。これめっちゃいいです。というのも旅から帰ってきて冷蔵庫を閉めたままにしておくとカビだらけになるんですよね。なんで開けて放置しないといけません。でもこれならこのハーフロック、この状態で放置できます。これはよく考えられてますね。で調理台がちょっと少ないんですけど、ここ横こんな感じで延長することもできます。で足元にはこれガスの警報器があります。上には電子レンジがあります。こちらはオプションですがすでに設置されていました。
このシンク周りのスイッチ関連なんですけど、バンテックさんはスイッチを入り口に集中するんではなくて、その使う機器の前にスイッチがあります。これは使い勝手良さそうですね。一番左からこれはガスのオンオフスイッチがあります。でこちらは温水ボイラーのスイッチ、水道ポンプ、ダウンライトギャレー、これはここの上に照明があります。そして生活用水67リッターのタンクの容量が一目でわかります。一番右がこれバッテリーのメーターですね。ボトロニックの昔のタイプです。この一番左スイッチを押すと現在のボルトがわかります。で真ん中を押すと現在の消費しているアンペアですね。チャージか消費しているかわかります。一番右にすると何アンペア容量今あるかわかります。現在300アンペアアワーですね。そしてこの温水ボイラーなんですけど、今回初めて使いますんでいろいろ勉強しました。この蛇口とシャワーで温かいお湯が出る温水ボイラーなんですけど、温め方は LP ガスとラジエーターです。ラジエーターは走行中のエンジンの熱を利用しますんで、かなりエコです。燃料が軽油ということになりますんで、災害時も強そうですね。現行の JIL520 はラジエーターと電気、外部電源つないでいるときに使用できます。なので停車中どこでもお湯を温められるのはガスだけなんですね。仕組みなんですけど、生活用水タンクから水が温水ボイラーに移動します。ボイラーの容量は約20リッターで約70度に温められます。このレバーを一番上までしたら普通の生活用水と混ざって温水が出てきます。で、気になったのは温水ボイラーに直接水を入れることができないそうです。生活用水から水が注入される仕組みのようです。そしてこの生活用水のタンクのメーターはあるんですけど、温水ボイラーのタンクのメーターはありません。これ不便そうなんですけど、実際に使って慣れていくしかないですね。温水ボイラータンク自体は断熱材がしっかり巻き付けられているので、かなり長い時間温かい状態はキープできるそうです。ちなみに水からお湯に温める時間はガスで20分から40分ほどらしいです。電気の場合はかなり長くてガスの3倍以上かかるみたいです。車内で温水が使えるということでかなりキャンピングカーライフが変わりそうなんですが、デメリットもあります。ボイラーはお湯を使う予定がなくても強制的に温められます。なので夏もボイラーにお水があればお湯が温まります。なんか暑い夏に熱源が車になるのは嫌な気がしますが、どうなんでしょう。夏になってみないとわかんないですね。そして寒い場所では凍結するようです。ボイラーに向かっている配管とボイラー自体の水抜きも必要ということです。シャワーなどはかなり快適で楽しみなんですが、温水ボイラーは初めてのシステムなので実際に使っていって使い心地をまた動画でお伝えします。サブバッテリーはこのセカンドシートの下にあります。ここに鉛バッテリー容量約 100Ah が3台あります。これ元から3台だったんですけど、もうかなり劣化していたんで、サービスで藤川さんが新品に変えてくれました。この鉛バッテリー3台というのは当時標準装備でした。今でこそ当たり前の容量ですが、当時はかなり大容量だったと思います。家庭用エアコン一晩ぐらいはこの標準の鉛バッテリーで持つと思います。そのうち大容量のリチウムバッテリーに変えたいと思います。このサブバッテリーぐらい大きいの、こちらは 1500W のインバーターです。でこのセカンドシートの横、サイドソファーの下が空いてるんですよね。なのでバッテリーも拡張できそうです。で、ここですよね。サイドシートとセカンドシートの間、ここもソファーにしちゃうならもう収納にできますんで、ここにもバッテリー置くことができます。これは夢が広がります。超大容量の最新鋭バッテリーシステム組んでみたいですね。このバッテリーシステムですごいいいなと思ったのが、ここなんと開きます。こんな感じでメンテしやすいんですよね。こちらはよく考えられてるなと思いました。そしてバッテリーの充電システムなんですけど、外部充電とあとはソーラーからの充電、そして走行充電。このカムロードは走行充電オルタネーターの発電量がかなり大きいんですよね。12ボルト 130A です。ここにオルタネーターの性能テストレポートがあります。で、見ると13ボルトでエンジン回転数が1600、これ準高速度ぐらいの回転数なんですけど、出力電流が 81.5A、ワットに換算すると約 1000W 発電されます。2000回転ぐらいだったら 108A 出力電流あります。約 1400W 発電されます。今までは走行充電の発電量が低くて走行充電量に悩まされていたので、かなり改善されそうです。この辺も検証していくのが楽しみです。で、こちらインバーターのスイッチがあって、こちらで AC コンセントが使えるようになります。で、その上に FF ヒーターのスイッチがあります。燃料のディーゼルを使います。一晩つけっぱなしでも2リッターぐらいの消費なんで、かなりコストが安いです。FF ヒーターの温風の吹き出し口がこのメインのソファーの足元あたりとリアベッドの下、そして嬉しいのがマルチルームにも風が出るようになってます。
こちらは温風来ないように閉めることもできます。で、こうすると風が来ます。せっかくシャワーが浴びれても、冬場はこの中かなり寒くなりますんで、この F ヒーターのマルチルームでの温風出口はかなり助かります。収納はいろんなところにあります。まず一番使い勝手良さそうなこのダイネットソファーの上ですね。かなり広い収納が2つあります。で、この下も小物が入ります。で、テーブルの下、ここも収納があります。で、ここのスイッチを押すと、ここも雑誌など収納できます。で、シート下は、こちらは生活用水、こちらはバッテリーなんで、このサイドシートの下だけ今のところ収納で使えます。で、ギャレーの上にも収納があります。こちらは換気扇がありますんで、こんなダクトが通ってます。ただ横は奥行きありますんで、いろいろ置けそうです。シンクの下にも引き出し式の収納あります。これかなり大容量なので、こちらはお皿やラップなどキッチン用品を収納するのに重宝しそうです。マルチルームの上の方にも小物入れれる収納があります。リアベッドの下ですね。こちらがこのキャンピングカーで一番大きい収納です。これはかなりのキャンプ用品などいろんなものが置けそうです。で、外からもアクセスできますんで、使い勝手は良さそうです。リアベッド下段なんですけど、2つ収納あります。で、反対側は小物入れられますね。ここにちょっとしたスペースありますんで、スマホとか置くの良さそうです。これ見ながら寝たらかなり気持ちよく眠れそうですね。そしてリアベッドの上段なんですけど、あちら側に小物入れ収納があります。で、反対側、こっち側は何もないですね。窓はすべてアクリル二重窓で断熱や結露に強い窓になっています。で、こんな感じでレースカーテンが付けられています。これネジで打ち込んでますんで、多分もうマンテックさんで付けられたのかなと思います。これは結構ありがたいですね。そのまま使わせていただきます。窓は全部で10個あります。まず一番大きいのがこのダイネットの窓ですね。で、反対が入り口の横に小さい窓が1つ。こちらは跳ね上げ式の窓ではなくて、このスライド式になってます。なので走行中も開けることができます。そしてキッチンに1つ、リアベッドの下段に1つ、反対側にもう1つ、リアベッドの上段に1つ、マルチルームに1つ、で、バンクベッドに2つあります。ベッドは3箇所あります。バンクベッド、ダイネットのソファーベッド、そしてリアベッド。全長が長い516センチなので、リアベッドに恩恵が一番出ています。この下段の横幅、実寸で 81.5 センチあります。で、長さは約190センチです。上段も長さは一緒の190なんですけど、この横幅が少し広くて83センチあります。この下段の方は、リアのテールランプの配線系を収納するこの棚がありますんで、その分で少しだけ狭くなっているようです。いやー、これね、寝てみたんですけど、もう最高です、本当に。十分寝返りも打てます。マットも5、6センチありますんで、快適に眠れます。で、寝転んでみて、高さも結構あります。手伸ばして、この手の甲、下ら辺がつくぐらいありますんで、圧迫感は全然ありません。オプション装備なんですが、カーテンも設置されています。これも前のオーナーさんがつけてくれてました。こうしてみると、かなり落ち着いた空間で、キャンピングカーでもプライベート空間が出来上がります。上段にもカーテンが設置されてます。これは嬉しいですね。ちょっと柄がレトロな感じがしますんで、こちらは自分の好きなカーテンに今後変えていってもいいかもしれません。この上段のベッドは上に跳ね上げることができます。こんな感じでダンパーがありますんで、上で固定されます。この状態だと下の下段ベッドはかなり開放的になります。で、前のエアコンの送風口がここから出てくるんですけど、こうベッドを跳ね上げるとここに当たって下に降りるんで、下段の人も快適に眠れそうです。次バンクベッドなんですけど、こちらもかなり広いです。こちらのマットはソファーベッドで使えますんで、一旦下ろしておきます。バンクベッドの展開はすごい簡単で、ここのロックを外します。引くだけです。あとはこの2つあるマットをはめるだけです。はしごをここにかけて登ります。このバンクベッドは本当に広いので、家族車中泊では大活躍しそうです。横幅が実寸で約188センチ。奥行きが実寸で約184センチです。なのでこのキャンピングカーの進行方向に足を向けて寝ることもできるし、こう横向きに寝ることもできます。この進行方向に寝ると少し天井が足元低くなってますんで、ちょっと当たる時もあります。なので自分だったらこの横向きで寝ると思います。
でバンクベッドの高さ、こちらは実寸で63センチです。やっぱり高さがないと圧迫感があって寝る人を選ぶんですけど、このぐらい高かったら誰でも眠れると思います。大人だったらこの進行方向に足を向けて寝るので、横に2人と3人ぐらいはいけます。これ嬉しいのが落下防止の網があります。こんな感じで簡単に装着できます。これだったら酔っ払っても安心してバンクベッドで眠れますね。でカーテンもあります。これ眠る時以外にも夏場エアコン使う時もここを閉めておけば、こちら側の空間が狭まってエアコンの効きが良くなると思います。照明も手元にあって、これでオフとこういった豆球にもできます。これはすごいありがたいですよね。せっかく寝る準備に入っても電球消すのでまた下降りてしまうと目が覚めてしまいます。そして最後にダイニングソファーのベッド展開です。まずはテーブルを外します。この足なんですけど、下に引っ張ってで折りたたみます。テーブルのロック2箇所外します。でこれで外れます。でソファーの下にはめます。そしてこれ通常背もたれをこの間にはめて完成なんですけど、こういったクッションが一つありました。これオプションなのか標準なのかちょっと不明なんですけど、これがちょうどここにはまります。この状態でもうベッドが完成します。背もたれを外さなくていいのはかなり便利です。チャイルドシートなど設置していると結構取り外すの面倒なんですよね。この状態で実寸いくらなのか測ってみます。これで長さが約170センチ、横幅は約84センチ。横幅は十分なんですけど、長さが170センチなんで、自分はちょっときついですね。このマット1個11センチ厚みありますんで、これを外せば180センチになります。こちらのマットも外すと、約長さ193センチのベッドになります。そしてこのサイドソファーを展開した状態に、オプションのマット、これ下が硬い木でできたマットです。こちらもありました。でこの2つのマットをここにはめると、こうするとこの横に180センチありますんで、ここに1人でここに1人と2人眠ることができます。この冷蔵庫あるんですけど、フルフラットにしても開くように設計されています。これは嬉しいですね。ただその代わりここの幅が少し狭くなってて157センチです、実寸で。あとはここに出っ張りがありますんで、頭をこっちにして足をこっちにする方が良さそうです。こっちがもう頭こっちですね。で足こっちです。もしくはここ大人1名寝て、こっちですね。こっちを子供150センチぐらいまででしたら眠れます。このダイネットのソファーベッドの展開も結構簡単だったんで、バンクベッドやリアベッド以外にもこのソファーベッドも頻繁に使うかもしれません。家族で使うときは、現在自分の家族3人なんで、この状態が一番多いかなと思います。この状態でしたら、高速道路走行中眠たくなったら、15分睡眠よく自分するんですけど、もうここ移動して、ここでそのまま寝て、また出発できます。リアベッドまで行かなくていいのと、リアベッドは結構寒かったり暑かったりしますんで、運転席やダイネットが暖房で温まった状態ですぐに仮眠できるのはありがたいです。はい、あとはこういった仕切りカーテンが2つありました。これはホックで留めるカーテンで、運転席との仕切りカーテンになります。あともう一つ、こちらは入り口ですね。これで目隠しができます。これはこんな感じでもう巻いて、マジックテープか何かで留めておくのが使い勝手良さそうです。それでは JIL520 納車されて実際に触れてから気づいたメリットデメリットをお伝えします。まずはデメリットからです。このバックミラーモニター、やっぱりすごい小さくて見にくいです。これよくキャンピングカーで採用されているバックミラーモニターなんですけど、すごいちっちゃいんですよね。距離感がつかみにくいです。で結構離れてるなと思って実際ミラーで見るとめっちゃ近かったりします。ちょうどいい車間距離だなと思っても、このバックミラーモニターで見るともう点のようにしか見えません。前のライトキャバコも最初この形だったんですごい見にくかったんで、普通に Amazon で買ってバックミラーモニター乗用車みたいな感じのやつをつけたんですけど、最初はねすごい見やすかったんですけど、氷点下になると映らなくなってしまいました。やっぱり Amazon で安いやつっていうのは雪国では使えなかったり、実際に使わないとわからない不具合があるんですね。なんかいいのないですかね。探してみます。これは古いカムロードなんで普通のミラー鏡なんですけど、最新のカムロードはこれがもうデジタルインナーミラーみたいな感じでバックミラーモニターになってます。この辺は純正で装備されている最新のキャンピングカーは羨ましいです。次この運転席のメインスイッチなんですけど、ここで切れるんでかなり便利なんですけど、
これ冷蔵庫も消えちゃいます。この後ろの入り口にあるメインスイッチと全く同じものなんで、車内の後ろの装備、電気関係が全て消えてしまいます。旅中冷蔵庫は常に冷やしておきたいですよね。なのでメインスイッチオフは使えません。運転席にもあるせっかくいいシステムなんですが、少しもったいないなと思いました。冷蔵庫を使っている場合はこんな感じで各ところにあるスイッチを消していかないといけません。ちょっとこの辺はめんどくさいなと思いました。照明の数がかなりあります。冷蔵庫はつけたままで、照明のスイッチだけ全部一気に消せるスイッチを DIY で作ってみたいと思います。次入り口なんですけど、やっぱりこれ1段しかないんで、靴2個大人置いちゃうともう入れなくなります。一旦靴をこういったところに収納するかですね。現行の GIL520 は2段になってますんで、それだったらここに靴入れてそのまま上がってこれます。1人2人では問題なさそうなんですけど、家族使いになると使い勝手悪そうなんで、ここは気になりました。次は水回り関係で気になった箇所です。生活用水のタンクですね。このサードシートの車内にありますんで、アクセスがかなり悪いです。でもタンクの底にですね、水抜きの線があります。なので水抜きたいときはこのサードシート一旦ソファー上げて、木の板上げて、で手突っ込んで水を抜く感じになります。常時生活用水をこのタンクの中に入れておくとあまり良くないと聞いたんで、長期間使わないときは水を抜きたいと思います。なので頻繁に生活用水タンクにアクセスすることになると思うんですけど、特にチャイルドシートがあったら手間はさらにかかりそうです。次ボイラーなんですけど、これボイラーの方にタンクに水が溜まってるかどうかっていうのは、このレバーを上げて一番上の温水のところですね、ここまで行って水が出てるか確認しないといけません。というのも生活用水からボイラーに行きますんで、最初はレバーを上に上げても水が出ません。しばらくしてからゴボゴボって言って水が出たらボイラーのタンクにも水が張った証拠になります。しかもメーターの残量わかんないんで、やっぱり使い勝手悪いですよね。この辺は慣れていきたいと思います。ただ使い勝手悪いんですけど、それを上回る温水シャワーという魅力があります。次は収納なんですけど、このリアベッドの収納少し癖あります。この下段の下に広大な収納スペースあるんですけど、これこんな感じで手で持ってかないとダメなんですね。なんで片手で取る感じになります。でこんな感じでマットを移動して木の板をずらすこともできるんですけど、そうすれば両手で取れます。ここにね、なんかダンパーとかつけて固定できれば両手使えるんで、かなり使い勝手は良くなると思います。この点少し惜しいなと思いました。逆にこの上段はダンパーがあるんで、ここで固定されます。なのでこの辺は収納として使えます。自分は3人家族なんで、このリアベッド2段上の方は収納にすると思います。ただですね、このダンパーが結構弱くてすぐこんな感じで降りてきます。なので走行中上げることができません。しかもこれ上げるときマットをですね、こんな感じで、通常これなんですけど、これだとダンパーで固定できません。こう折りたたんでダンパーで固定されます。なのでこの奥の収納にアクセスしようと思うと、この2段ベッドの上段跳ね上げるんでマットを折りたたみます。なのでここはもう収納として使えないわけですね。かなりスペースが広いので、なんかもったいないなと思いました。ちょっと使い方癖ありますね。もうこれは跳ね上げないでこのまま固定して、ここに荷物を置いていく方がいいかもしれません。ただそうなるとクーラーの吹き出し口、リアの方、こちら出るんですけど、リアベッドの上段の方に空気が溜まってしまって、下段の方は暑いと思います。この夏を快適に過ごせる家庭用エアコンなんですけど、これも癖ありました。こちらパカって外れて掃除できるのかなと思ったんですけど、これネジになってます。なのでこれ全部外して、でフィルターを掃除するしかありません。かなり手間ですね。そして根本的に冷えるのか気になります。この広い空間、半分だけの風で冷えるのか。最近の夏は本当に暑いんで、前のライトキャブコンの時はこのリアベッドカーテンしてました。でもこれカーテンしても半分の冷風はリアに行きます。この辺は今年暑くなってみてから検証します。もしかしたらこのバンテックさんのボディはすごい断熱効果がある可能性があります。そうなると冷えると思います。あとは走行中にデュアルソースエアコンシステムですね。走行してエンジンからオルタネーター発電でエアコンが使用できるんですけど、その時にバッテリーにどのぐらい充電されるのか、サブバッテリーの方ですね。こちらも充電しないと長期旅はできません。この辺も検証が必要ですね。次はメリットなんですけど、まず一つ目、やっぱり中古のコスパの良さですね。このフル装備のキャンピングカー、今買うと1000万は軽く超えます。
そしてさらにこの動画で紹介した通りオプションが多数ついてます。この辺は中古の良さですね。新車でつけていくとどんどん価格が跳ね上がってきます。2つ目はこのやっぱりサイドソファーですね。お子さんがいる家庭にはこれ絶対重宝します。当初購入を考えていたリアエントランスモデルなんですけど、そのリアエントランスの場合はこの横に常設ベッドっぽいソファーがあって、その横にこういった大ネットがあります。そこまでは広くないにしても、ここで子供が寝ながらこっちでくつろげる大ネットスペースがあるのはこのサイドソファーのおかげだと思います。そしてリアエントランスに負けないぐらいのこの開放感ですよね。こっち側は広いんですけど、こっちが窓が少ないモデルが多いです。でもこちら側にしっかり2つの窓と、で入り口のドアも窓がついてます。なので駐車の向きによっては絶景が見れない場所もあるんですけど、どの方向でも絶景が見れそうです。次のメリットはこのリアの常設ベッドの横幅の広さですね。これは全長516センチのキャンピングカーを買って本当に良かったなと思うところです。多分自分はよくここで寝ると思いますんで、これからの旅が楽しみです。次良かったなと思うのがこのテーブルなんですけど、これちょっと上げてあげて横に押すと移動します。こっち側にも移動します。でこんな感じで最後は落ちないようになっています。このロックのシステムは初めてです。バンテックさんのキャンピングカーではよく採用されています。今まではこの上にスイッチがあってガチャンって止めるタイプでした。その場合は横に動きにくくなります。これ普通に動くんでいいなと思いました。入る時とか広くなっていいですよね。ただこの横に動くっていうのが本当に合ってるのか、ただ劣化でそうなってるのかちょっと今は分かりません。これはそういう動く仕様なのか劣化してしまったのか自分では分かんないので、もしご存知の方いましたらコメントで教えてください。こんな感じで全長が5メーターより少し長いだけで様々なメリットがありました。ただ気になるのが街乗り走行ですよね。特にスーパーなどの駐車、普段使いでも使いたいんですけど、旅の途中いろいろ寄りたいのでその辺も気になりますよね。実はもう車中泊して徹底的に検証してきました。そちらの様子はまた編集終わり次第配信します。で今後のジルはですね、まずは電気系大容量に DIY 車です。リチウムバッテリー 800A ぐらい、ワットアワーで1万ワットアワーぐらい積みたいですね。そちらも動画にします。中古キャンピングカー今納車されました。新しく購入した中古キャンピングカー今納車されました。現在新潟県富士カーズジャパンさんです。今から乗って帰るんですけど、キャンピングカーが納車されたら毎回行っている自分の中では恒例の納車後そのまま車中旅に行ってきます。富士カーズジャパンさんありがとうございました。担当の方もすごい親切でした。納車まで1ヶ月半くらいと短かったんですが、進捗状況を頻繁にメールくれました。これからもよろしくお願いします。メンテなどでお世話になります。出だしスイスイ走ってくれます。さすが3リッターディーゼルターボエンジンですね。乗り心地は思っていたよりいいです。車体が大きいので不安だったんですけど、ただもうちょっと長時間乗って確かめたいですね。とりあえずコンビニ入ります。いや初駐車緊張しました。車両感覚がまだわからないので頭から突っ込みました。これが自分の車なんですね。しかし大きいです。一応コンビニの駐車場も問題なく止めることができそうです。前は縁石のところ少し余裕ありますがギリギリまで寄せました。これで後ろはちょっと出てないぐらいです。さすがにバックで縁石ギリギリまでは寄せることはできませんでした。納車してすぐ吸ってしまうとかなりへこむと思います。横なんですけど、こちらの駐車場は線が20なんで比較的止めやすかったです。この幅ギリギリですね。反対側もギリギリ線のとこちょうど乗ってるか乗ってないかぐらいです。ああいった店の前の車同士が止まっているところは車両間隔ができるまで止めるのはやめておきます。とりあえずコンビニは問題なく駐車できることが分かりましたので良かったです。今日は車内でシャワー浴びますんで、シャンプーとリンス、ボディーソープ買ってきます。はい、いろいろ買ってきました。それでは下道で富山県目指します。いやー、この照明すごい落ち着きます。今日からこのキャンピングカーでいろいろ冒険や旅ができると思うとワクワクします。コンビニでシャンプー以外にこの滑り止めマットや換気扇のフィルターですね、こういうの売ってたんで買いました。
カットして後でこのレンジフード換気扇につけます。シャンプーとボディーソープはこのマルチルーム上部に収納ありますのでここに入れておきます。キャンペーンカーの生活用水タンク67リッターあるんですけど、そちらは藤川さんで満タンにしておいてもらいました。これが生活用水タンクのメーターです。一番右なんでもうフルですね。生活用水タンクはこのサードシートの下にあります。でそこからですね、温水ボイラー約20リッターの方に移動します。温水ボイラーへの注入の仕方はこの混合線ですね、これを一番上まで上げます。これで注入されます。はい、こんな感じでゴボゴボっていったのが温水タンクへ水が注入されました。生活用水のメーターはあるんですけど、温水ボイラーのタンクの容量のメーターはないので本当に入ったのか少し不安になります。あとはこれで走行すればエンジンの熱、ラジエーターで温水ボイラーが温まってお湯が出ます。あとは LP ガス、これはスイッチで温水ボイラーのスイッチになります。これでガスでもお水を温められます。今日は友人に新潟まで送ってもらいました。その時に車中泊のアイテム、段ボール、このリアベッドの下に詰め込みました。クッカーや寝具など大体なもの揃ってます。車中飯用のクッカーやこういったゴミ袋やティッシュなども全て持ってきました。収納なら何箇所かありますんで一旦収納していきます。はい、ここシンクの下が大容量の収納ありましたね。だいたい詰め込むことができました。このダイネットスペースの上一番使い勝手良さそうなんですけど、今回荷物そんなにないんでもうこの2つは何も収納していません。そして生活用水67リッター以外にこのリアベッドの下に清水タンクもあります。これなんですけど約20リッター入ります。これは今回使ってません。もうお水買って冷蔵庫に入れてますんで今回はこちらを使います。ちなみに清水タンクからの水はこちらから出ます。生活用水タンクはこちらです。この2つあるのいいですよね。洗い物と飲み水使い分けできます。でもやっぱりタンクの水って清水タンクでもなんかちょっとカルキ臭いんですよね。なので自分は清水タンクはあんまり使わずにこんな感じで飲み水は買うと思います。冷蔵庫の電源つけておきます。今回初めての車中泊で確かめたいことが、まず走行面、全長が5メーターを超えて全幅も2メーターちょっと超えてます。街乗り支障ないのかコンビニは止めれましたが、旅で必ず夜スーパー道の駅の駐車気になります。実際に止めて確認します。今日は一般道中止、普段使いを想定して車中泊します。そして街乗りでの走行性能も気になります。乗り心地が道の凹凸で揺れないか、コーナリングで傾かないか。明日は高速道路に乗ってキャブ高の大敵横風の揺れを体感します。車内で気になるのはまずはこのボディ、遮音性ですね。そしてこのシャワーの使い勝手、実際に使い物になるんでしょうか。この辺を確かめます。でトイレなんですけど今回水入れてません。でお物タンクも専用の薬剤などが必要になります。で今回は使いません。ただトイレがないところで車中泊する場合はこちら使います。これこんな感じでビニール袋と凝固剤が入っています。これをトイレにはめて広げて使います。でここに凝固剤入れます。でトイレしてここに紐があってこんな感じで最後縛ることができます。こちらを家に帰ってからゴミとして処理します。そして電気系サブバッテリーなんですけど、現在残量が 251Ah です。このセカンドシートのソファー下に鉛バッテリーが3台入ってます。この白いのが鉛バッテリーですね。で青いのはインバーターですね。こちらはサブバッテリーの DC を AC に変換して家庭用コンセントが使えるようになります。この JIL520 でやってみたいのがポータブルバッテリーをサブバッテリーとして使うことです。なぜそれを試したいかと言いますと、この JIL520 はデュアルソースエアコンシステムというのがあります。簡単に言いますと、このインバーター、キャンピングカーのサブバッテリーからインバーターにつなぐんですけど、直接走行充電、カムロードのオルタネータ発電から直接インバーターに電気を供給します。なのでエンジンをかけていればサブバッテリー関係なくインバーターが使えますんで、このポータブルバッテリー充電できます。このポータブルバッテリーっていうのもキャンピングカーで使う場合、充電が一番のデメリットだったんですよね。通常は DC ソケットやソーラーパネルから 100W、200W ぐらいしか充電できません。でもインバーターを経由すると 1000W ぐらい充電できます。ただですね、走行中エアコン使いながら充電できるのか、またサブバッテリーの充電はされるのかなど、いろいろ検証しないといけませんが、問題なく使えればかなり夢が広がる仕様だと思います。今回ジャクリーさんにポータブルバッテリーをお借りしました。こちらのポータブルバッテリーなんですけど、
ATV 群馬というキャンピングカービルダーさんがタウンエースのキャンピングカーにサブバッテリーとして採用されていました。ビルダーさんがポータブルバッテリーをもうサブバッテリーとして採用されてるんですね。こちら気になったんでジャクリさんに聞いたところ、この拡張バッテリーも貸していただけることになりました。今回こちら使ってみて、今後 JIL520 に搭載するか見極めたいと思います。スペックなどはこちらに貼っておきます。またリンクなども概要欄に載せておきます。バッテリーを置く場所なんですけど、ここちょうどソファー上にすれば隠れるんで、ここもいいんですけど、このサイドソファーですね、この下も空いてます。こんな感じで空いてますんで、ここに入れるのもいいですよね。この拡張バッテリーちっちゃいんで、こっち入れてみます。あ、ぴったりですね。高さも収まっています。ただこれメインとこのケーブルでつなぎますんで、届くかどうかですね。この後ろにケーブル挿して、ここにダメですね。ケーブル使えます。こちら側だと大丈夫なんですけど、ここに穴開け加工が必要になってきますんで、今日はやめときます。でもう一個のケーブルをここに挿します。ケーブル太いんで取り回しちょっと苦労したんですけど、なんとかこのソファー下に収まりました。家族で使うときはこんな感じでここをフラットにして使おうと思ってますんで、こうなると全然問題ないですね。いや、これは夢が広がります。はい、それで電源つけます。現在 100% です。ポータブルバッテリーはドライヤーや車中飯するときの IH 調理器などで使います。ポータブルバッテリーがあることによって AC コンセントが、このサブバッテリーの AC コンセント、こちらあるんですけど、こちらとポータブルバッテリーの AC コンセント、こちら2個同時に使えるんですね。これが最大のメリットかもしれません。通常キャンピングカーのサブバッテリーだけだと、夏場エアコン回していると同時にドライヤーや IH 調理器など使用することができません。なので今回の車直旅は電気ガンガン使っていきます。今回の旅ではデュアルソースエアコンシステムのインバーターからの充電が試せるかわからないんですけど、もしできそうでしたらやってみます。それでは安全運転で行ってきます。この街乗りでのストップ&ゴー、かなりスムーズです。アクセルをほんの少し踏むだけで法定速度に達します。エンジン最大出力144馬力、最大トルク300ニュートンということで、少し前のカムロードは 3000cc とエンジンの排気量が多いんですね。なのでパワーは申し分ありません。これは高速道路が楽しみです。ちょっと信号の先頭になったんで、次ちょっと強めに踏んで法定速度までの加速をリアルタイムで測ってみます。せーの、はい。はい、少し上りだったんですが40キロまで一瞬で加速しました。さすがターボですね。これならどんな短い高速の合流でも余裕じゃないでしょうか。さあちょっと初給油いっときます。間違えないように軽油ですね。このタンクの外のカバーは鍵がいらないんですごい楽です。このガソリンタンクは80リッターで、その横この LP ガスボンベあります。でその横は前のオーナーさんがカセットガス設置します。これ両方使えるようにしてくれました。これで今日は温水ボイラー使ってみます。はい、満タンになりました。すごい入れやすかったです。はい、じゃあ出発します。次なんですけど、スーパーで食材買います。はい、結構長時間車を運転していて感じた乗り心地なんですけど、結構固めといった感じですね。というのもこの強化ショックアブソーバー、車が地面から受ける衝突をいなしてくれるバネなんですけど、強化ショックアブソーバーに前のオーナーさんが変えられてました。なのでちょっと固めです。ただですね、結構振動がすぐに収まってくれますんで乗り心地はかなりいいです。そしてこの車はリアがシングルタイヤなんですね。なので余計に乗り心地がよく感じるかもしれません。ダブルタイヤも乗ったことあるんですけど、やっぱり接地面積多いんで路面の衝撃を受けやすいです。この車はリアのスタビライザーやエアサスなどまだ改良の余地がありますんで、これからどう変わっていくか楽しみです。はい、上越市まで来ました。スーパー入ります。いやー、やっぱり最初は駐車緊張します。結構空いてたんですけど、もう一番端っこに止めました。こんな感じで後ろにもう一台駐車枠があるだけなんですけど、ギリギリまで寄せちゃうとこのサイクルキャリアですね、これが出てしまいますんで、ちょっと中に入れました。そうするとですね、頭がやっぱ出ちゃいますね。
ただまあこのぐらいなら許容範囲かなと思います。しばらく慣れるまではこういった大型スーパーを利用したいと思います。新潟県のいちごスーパー直江津店さんです。どんな食材あるんでしょうか。楽しいです。こういったローカルスーパー寄れるのが社長旅の醍醐味ですね。今日はなんかお肉がどっかのようです。でもさすがに今日納車されたばっかりなんで焼肉はね、お刺身が半額になってますね。これシャワー浴びだと車内で宴するの楽しみです。さあ、あとは車中泊スポットへ向かうだけです。銭湯行かなくていいので探す時間も減るので、時間のない車中泊旅にはシャワーがあると便利です。もう今日の夜と明日の食材も購入しました。冷蔵庫に詰めていきます。冷蔵庫の容量は90リッターです。はい、余裕で入りました。こっちが全然空いてます。でこっちのドリンクなんですけど、高さ結構ありますんで、これは1リッターのペットボトルなんですけど、2リッターの大きいやつも全然入りますね。これなら家族の長期旅も安心です。それでは再出発します。今日泊まる場所なんですけど、ずっと行きたかった道の駅がこの近くの海岸線沿いにあります。海沿い走りますんで、ある程度コーナリング多いと思います。なのでこのジルのコーナリング性能を体感します。今回燃費なんですけど FF ヒーター使えますんで、正確な計算ができません。なので燃費計算はまだ次回に持ち越します。はい、ブレーキなんですけど、ちょっと今後ろにいないんで強めに踏みました。しっかり止まってくれますね。前乗っていたライトキャブコンマツダボンゴの OEM 日産バネットだったんですけど、それに比較するとかなりよく効きます。もしかしたら前のオーナーさんブレーキも変えてるかもしれないですね。後で調べてみます。はい、海岸線入ったんでもう真っ暗になりました。これ火飲もうてたら絶景なんですけどね。明日楽しみです。この海岸線結構無料の駐車場が何個かあります。この車ならシャワーもトイレもあるんで、こういうとこでも車中泊できますね。今日はリサーチしないんで、また今度この辺の海岸線の無料駐車場の車中スポットも開拓してみたいと思います。この辺コーナーがついてるんですけど、かなり安定していますね。新型カムロードも乗ったことあるんですけど、このぐらいの緩いコーナリングでしたら全然ロールしません。これは意外でしたね。この車体に取り付けられている強化ショックアブソーバービルシュタインがかなりいい仕事しているようです。いや、こんなに安定しているんでしたら、あとスタビライザーとかつけたらどうなるんでしょうか。もう普通の乗用車のように運転できそうです。これは楽しみですね。早く家族と車中泊に行って後ろの乗り心地も聞いてみたいです。高速道路強風での煽り体制もある程度ありそうです。明日が楽しみです。大型と普通枠分かれてますね。駐車場これは静かそうです。はい、到着しました。結構窓にシェードしている人が多いんで、車中泊している人多いですね。ここ人気なんですね。もう本当に海岸線にある道の駅なんで、すぐそこ海です。ただ暗いんで見えません。明日の朝海岸線散歩したいですね。で、海の反対側は山なんですよね。すごい自然豊かな場所です。道の駅、ショップもあります。市場があるようですね。今日はもうやってませんので明日寄ります。向こうが大型専用の駐車場で、こっちが小型なんでかなり静かです。やっぱり海近いんで風がすごい強いですね。今回駐車した場所なんですけど、端に止めました。でこんな感じで後ろスペースがある場所でした。なので前は出ていません。両サイドもこの線からははみ出していません。ほんの少しだけスペースありますね。こんな感じで後ろが何もなくて、スペース出ても行ける場所でしたら全長が長くても駐車場の枠内に余裕で収まります。かなり体が冷えました。車内に入って温まります。それでは車中泊のセッティングしていきます。今現在外の温度が10度、中が20度です。一旦 AF ヒーターつけて車内温めます。AF ヒーターはキャンピングカー専用の暖房で、ディーゼルが燃料で一晩1リッターから2リッターぐらい消費します。なのでかなりコスパのいい暖房です。それではまずはシェードして目隠ししていきます。この窓の目隠し、シェードはすぐできるんですけど、やっぱり窓の数多いですね。でこのカーテンが2枚ありました。これは入り口の目隠しカーテンですね。ホックで止められます。これもホックですね。
こが空いてしまうんで、このバンクベッド少し引いて埋めときます。バンクベッドはこのロックを外して引くだけで延長されます。まだ少し隙間あるんですけど、今日はもうこれでいきます。照明ちょっと暗いかなと思ってたんですけど、全然問題ないですね。数が多いのでかなり明るく感じます。昼よりも夜になると照明がより一層輝いて非現実的な空間になります。テンション上がってきました。エアウェブヒーターのおかげで車内はかなり暖かくなってきました。マルチルームもかなり暖かいです。下からエアウェブヒーターの温風がマルチルーム全体に出ていて、シャワーの時も暖かそうです。さあ、それでは初シャワーの体験をしてみます。温水ボイラーのタンクの中に水入れていたんで、走行中エンジンの熱、ラジエーターで暖かくなっていると思います。もしぬるかったらガスでもう一度温めます。それでは温水ボイラーの温度を確認しておきます。全開にして一番熱いお湯が出る状態にしておきます。あったかいんですけど熱っていうのはないんでぬるい感じですね。それではこのカセットガスセットして温水ボイラー温めます。はい、じゃあこの燃料タンクの横にカセットガス挿すとこあります。ここに差し込んで、線を開きます。この上のガスを開けます。で、中にももう一個線があります。で、こちら側が LP ガスなんですけど、 LP ガス使うときはこの線をこちら側に付け替えます。ただ自分はまだ補充できないんで、今度オンラインでガスの講習を受けます。それから近くのガス屋さんでガスが充電できます。はい、それでは車内の温水ボイラースイッチつけます。で、その前にこれガスの車内のスイッチです。で、その隣これが温水ボイラーのスイッチです。この赤いランプが消えると正常に消えましたね。正常に作動しました。で、そのスイッチの下、ここにガスの警報器あります。これスイッチつけていきます。これ通常20分から40分で温水になるそうなんですけど、もう結構暖かかったんで多分10分ぐらいで熱いお湯が出ると思います。待ってる間にシャワーの準備しておきます。まずは着替えと、でこのクーピー T シャツ白と黒持ってきました。今日黒着てるんですけど明日も黒着ます。マルチルーム出るとき足元濡れるんでタオル敷いておきます。そして体拭くタオルと、そしてシャワー上がった後にマルチルーム拭くタオルと、でこれで水切りします。マルチルームなんですけどシャワーカーテンが2つあります。こちら側はこれ閉めて、で外にお湯が出ないようになっています。でこれもう1個あるんですけど、ここ閉めて、でこれはトイレかからないようですかね。こんな感じで使ってみます。トイレの上にこのボディーソープとシャンプーで水切り、これでシャワー入っています。さあ10分経ったんで再度お湯確認してみます。熱っ完璧です。シャワー内はこんな感じでシャワーホースがかけれます。これ上下移動して向きも変えられます。中も確認しておきます。レバーここにあって、出ました。熱いお湯出てます。問題はこれ混合線なんでちょっと緩めて水も混ぜて出すんで、いい塩梅のお湯が出るかですね。ちょっと試してみます。現在水のタンクは満タンですね。どのぐらい減るでしょうか。それでは行ってきます。はい、シャワー初体験終わりました。なんて言うんでしょうか。普段キャンピングカーでこんなことしないんで、なんかいけないことをしてしまったようなそんな感覚です。それでは後片付けします。シャワー後の同じルームびしょびしょです。この扉は濡れてないですね。シャワーカーテンがあったのでここも大丈夫ですね。まずはこの壁の水切りしていきます。綺麗に取れます。こっち側もびしょびしょです。結構上まで水飛んでますね。このトイレットペーパーホルダーはびしょびしょです。これもタオルで後で拭きます。この木のところも少し濡れてます。
このシャワーカーテン抜けるとトイレの蓋の方は濡れてません。下の方は濡れてますね。タオルで軽く拭いてFFヒーターで乾かします。この壁タオルで最後拭いて仕上げようかなと思ったんですけど、もうこの水切りだけで全然綺麗ですね。気になるところだけ拭いときます。はい、じゃあ使ったタオルなどはここにかけて FF ヒーターで乾かします。はい、綺麗になりました。それではもうパジャマに着替えておきます。ボイラーとガスのスイッチ切っておきます。ドライヤーで髪の毛を乾かそうと思ってポータブル電源使おうと思ったんですけど、よく考えるとドライヤー忘れてしまいました。もう放置で乾かします。今 FF ヒーターついてますんで髪の毛はすぐ乾くと思います。シャワー上がりの一杯ビール飲みたいんですけど、今日は道の駅なんでノンアルコールビールいただきます。いやー、しかしキャンピングカーでシャワー入った後そのままここでビール飲むのがこんなに気持ちいいと思いませんでした。キャンピングカーはトイレ設置でも快適度が劇的に変わりますが、シャワーがあるとまたさらに変わりますね。ただ初めてシャワー使ってみて感じたのが難易度高いなと思いました。まず感じたことがこのシャワールームですね。やっぱりトイレがあるんでかなり狭いです。立ったままギリギリシャワーが浴びれるという感じです。体が洗うときは工夫が必要でした。トイレ使用するときはくるって回転してもうちょっと前に出せるんですけど、その状態ではシャワー入るのかなり難しいと思います。こんな感じで横にしないと厳しそうです。そしてシャワーの水流がかなり弱いです。ただ浴びれないことはないので慣れが必要だなと思いました。あんまりジャーって水がたくさん出てしまったらすぐにお湯なくなってしまうんで、このぐらいでいいのかなとも思います。次難しいなと感じたのがこの混合線ですね。適温にするのがだいたいこの辺だったんですけど、パッて急にはできないんで徐々に調整する感じになります。なので最初お湯ロスしちゃいます。慣れてくると適温の温度が一発で出せるかもしれません。そしてやっぱりこの掃除ですよね。水滴をある程度取らないといけません。この辺が慣れるまで手間だなと思いました。何回かやってきてコツが分かればすぐに終わりそうな感じもします。でシャワーのお湯はずっと出しっぱなしにするとなくなっちゃうんで、やっぱり止めて全身洗って頭洗ってで一気に流すとかいう感じで節水を考えないといけません。なのでキャンピングカーでのシャワーはコツがいるなと思いました。ちなみに生活用水のタンクはちょっと減ったぐらいですね。ほぼ満タンに近いところにあります。こういうのって大体減り出すとガッて減るんで、今日の洗い物また明日もシャワー使ってみて様子を見たいと思います。さあそれでは晩ご飯食べたいんですけど、今日は焼肉をします。肉買っちゃいました。納車した日に車内で焼肉、もうねアホでしょ。でもこのレンジフードの検証するにはもってこいです。このレンジフードの網を取るとこんな感じで紙みたいな感じのダクトが通ってます。レンジフードはこのダクト通って外に排出されます。でこのダクト汚れてしまうと変えるの大変そうなんで、この換気扇のフィルターカットしました。これ貼り付けておきます。これで使い終わったらもうこれ捨てたら掃除大丈夫ですね。今日はガスじゃなくて電気で調理していきます。ここに延長テーブルありますんでこれも使っていきます。 IH 処理器はジャクリー使います。これ前面に AC コンセントあるんで便利ですよね。で残量なんですけどスマホだけ充電しました。でまだ 100% ありますね。 USB はここにあります。 USB-C 2口と普通の USB が2口です。でこれ 100W いけるんで MacBook Pro など消費電力の多いノートパソコンも使用できます。でここ AC コンセントの横にあるスイッチを押すとインバーターが使えるようになります。これで家庭用の家電が全て使えます。洗い物を減らすようにフィラバン用アルミホイルクックパー敷いていきます。でこれ上かぶして油跳ねも防止します。換気扇2段階ありますね。強と弱。一旦弱でやります。
そして空気取り込む用の窓開けときます。もう少しだけでいいんで、ここにはめときます。ここに溝があってはめるとほんの少しだけ窓開きます。で丸見えなんでこれ半分ぐらい閉めておきます。で網戸にします。これでここから空気取り込んでここに排出されます。さあそれでは塩タンから焼いていきます。うわ美味しそう。うわさすが特化の肉ですね。すごい分厚いです。はい、じゃあ塩コショウかけていただきます。それではいただきます。はい、次は焼肉のタレでいただきます。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや大満足でした。焼肉のタレ結構余っちゃったんでティッシュで吸わして匂いが結構しますんで防臭袋に入れて捨てます。焼肉が終わってジャクリのポータブルバッテリー残量が 93% です。これもう一個の拡張バッテリー何%なんでしょうか。あ、こっちも 93% ですね。ということは均等に消費していくようです。焼肉2回戦してまだ 93% 残ってます。これなら明日も心配ないですね。お皿汚れてなんですけど一応アルコールのウェットティッシュで拭いておきます。フライパンも綺麗ですね。油跳ねどうでしょうか。あ、ちょっとしてますね。でこれ黒なんですごい分かりやすいですね。綺麗に拭いておきます。一応この辺の壁も軽く拭いておきます。これガス使うときはこの板跳ね上げますんで、これが油跳ねガードになりますんで壁側には油が跳ねません。これかなりいいですよね。この IH 調理器使うときもここに置いてこうやって調理するのもいいかもしれません。ちょっと下安定するように何か板みたいなのを作った方がいいですね。それではもう窓閉めときます。あとはテレビでも見てくつろぎます。その前にさっき歯磨き終わらしておきます。それではテレビ見てくつろぎます。この大型のテレビ楽しみにしていました。裏フックで止まってますんでこれを外してで向きを変えられます。わ、これすごいな。こう向けるとめちゃくちゃ見やすいです。テレビは AC コンセントで動きますんでこのインバーターつけます。はい、スイッチオンでこのテレビなんですけど地上デジタル放送って結構見えないんですよね。でもこのテレビは屋根にですね衛星放送のアンテナが設置されてます。なので衛星放送見てみます。これが衛星放送のスイッチのようです。つきました。元 GP やってますね。テレビ見ながらしばらくゆっくりしておきます。それでは眠たくなってきたので寝ます。今日はリアの常設ベッド下段で寝ます。多分家族で使った時に自分が一番ここで寝ると思いますんで今日は寝心地を確かめておきます。封筒型なんであんまり窮屈ではないと思います。このリアベッドは幅が81センチあります。で長さは190センチあります。自分は身長170センチなんでちょうどいいですね。じゃあエアウィーターは乾燥しますんで切って寝ます。
こんな感じでリアベッドの電気だけつけようと思ったら他のところ一個一個消していかないといけません。ちょっとこれ手間ですね。上も切っときます。リアベッドのこの明かりだけになりました。でこれで眠たくなったらもうこれ手でスイッチ切ってそのまま寝ます。ここにもカーテンがあります。こうすると家族で写着していても完全なプライベート空間が出来上がります。ああ、いいですね。ほんとなんか寝台列車に泊まってるような気分です。窓がこの頭のところと横、そして足元と3つもありますんで、夏で涼しい日は網戸にして寝るのも良さそうですね。ここにスマホを置いてなんか眠たくなる動画見ながら寝たいと思います。今日のお車初運転、初車中泊と無事できてほっとしています。中古なので何かトラブルや故障箇所見つかると思ったんですが、今のところ大丈夫です。運転は車両感覚がまだないので緊張しました。駐車はいつもの3倍ぐらい時間かけてやりました。車内は広くて本当に快適です。外側ボディは13年前の中古車なのにコーティングのような艶もあって綺麗でした。車内も見てもらった感じ綺麗ですが、やはりところどころ傷や使用感はあります。でも全然問題ないです。 DIY 気兼ねなくできそうです。雨降ってきましたね。雨音がボディに当たって子守歌のように眠れそうです。明日は上りの道や高速道路、キャンピングカーにとって辛い道を走りたいと思います。そしてジル520の走行性能を確かめます。めっちゃ楽しみです。おはようございます。昨日目つぶってから秒で寝ちゃいました。すぐに朝になりました。そのぐらい熟睡できました。やはりこの常設ベッドの横幅81センチという長さは快適に眠れます。で厚みも5センチぐらいはありますんで、底付け感もなく背中も痛くありません。朝起きてすぐに周辺の状況を確認できるので、この窓ありがたいですね。それでは朝の準備をして絶景を見に行きます。やっぱりこのレイアウトの良さはこの朝のセッティングが一瞬で終わることです。常設リアベッドは布団をそのまま敷いたままでいけるのが最高ですね。今日は外気温は低めで 7.7 度です。あったかいお茶飲んで体を温めます。いただきます。それではもうこのままパパッと朝食いただきます。その前に現在のこのキャンピングカーのサブバッテリーの残量なんですけど 178A とかなり減ってきました。これ 300A 搭載されていて鉛バッテリーなんで半分の 150A 以下は使わない方がいいんですね。かなり劣化します。なのであと 28A ですね。この照明かなり電気使ってるかもしれません。車内の調理はジャクリーのポータブルバッテリー使ってたんで、このキャンピングカーのサブバッテリーは車内の照明や冷蔵庫に使っていました。これはキャンピングカーのサブバッテリーもリチウム化必須ですね。しかも今日は雨なんでソーラーパネルからの発電が全く期待できません。高速道路での走行充電に期待します。そして生活用水タンクなんですけどちょっと減ってますね。軽く手洗ったぐらいなんですけど、やはりここからガンガンメーターが減ってくるようなシステムのようです。ちょっと気をつけて使っていきます。朝食はもうシンプルに納豆、目玉焼き、鮭焼いて
味噌汁とご飯でいただきます。焼き魚は車内調理では匂い残りやすいんで難しいんですよね。あえてこの日本の朝の定番の和食をいただき、汁520の換気能力を体感します。ご飯だけもう簡単にこの電子レンジ使います。これ700ワットとキャンピングカーの中なのにかなりハイパワーです。じゃあ他の電気はこのジャックで使っていきます。昨日一晩使って残量 91% です。スマホの充電などもよく使いました。でこんな感じで電子レンジ使っているとき、ポータブルバッテリーがあれば同時調理できます。キャンピングカーに設置されているインバーターがだいたい 1500W から 2000W が多いんで、電子レンジ1個使っちゃうともう他は何も使えません。ちょっと調理スペースが離れていたんで、この延長コードを挿しました。これで調理台の下から電源が取れます。今日この後明日も車中泊しますんで、ちょっとタンクの水心配なんで、引き続き洗い物を減らすような感じの調理していきます。今日はこの耐熱ポリ袋をお皿に敷いていただきます。これアイラップ公式が災害時におすすめということで紹介されていました。お湯もいけますんで、味噌汁とかバッチリですね。鮭2パックしか売ってなかったんで、もう2つ焼いちゃいました。それではいただきます。ごちそうさまでした。いや、お腹いっぱいになりました。このアイラップ全然汚れてないですね。やっぱり撤収も簡単なんで、サランラップとクッキングシート二重にするより楽ですね。コストも安いんで、もうしばらく使ってみます。これ防臭袋のように匂いもシャットアウトできるんですかね。嗅いでみます。あ、しますね。やっぱり多少匂いは通すようです。フライパンも綺麗なままです。で今回のゴミこんな感じで袋に入れてまとめられますんで、かなりコンパクトになりました。ジル520のリアにはダストボックスありますんで、後でそちらにまとめておきます。鮭焼いて周りにはそんなに油飛び散ってないですね。少しだけなんか飛び散った跡がありますが、これ拭けば大丈夫そうです。ポータブルバッテリーは残量 83% です。でキャンピングカーの3ワット残量が158アンペアアワーなんで、150ぐらいまでなんで結構やばいですね。これで火が照ってくれてたらソーラーパネルから充電できたので良かったんですが、でも旅は網もつきものなのでしょうがないですね。今回ポータブルバッテリー持ってきてて本当に良かったです。あとはこのガスですね。実際に今日の夜とかはこっちのガス使用してみます。昨日の焼肉と今日の朝の焼き鮭、車内の匂いどうなってるでしょうか。このレンジフードかなり空気吸ってくれたんで、匂いは軽減されていると思います。一旦外の様子見に行きますんで、その後外に鼻が慣れてから車内入って匂いあるか確かめます。ダストボックスなんですけど、このリアのナンバーのところにあります。ここを引くとこんな感じでゴミが入れられて、水抜きの穴もあります。これ鍵いらないのは本当楽です。これで OK です。いや気持ちいい朝です。ちょっと雨降ってるのが残念ですけど、向こうが海ですね。ちょっと行ってみます。かなり広いですね。遊歩道に風力発電所もあるみたいです。うわ、海です。めっちゃ綺麗。しかし誰もいませんね。すぐ横は漁港もあって、そして後ろはすぐ山があります。もう車中泊旅で立ち寄るには絶好のロケーションですね。ずっと来たかったんで来れてよかったです。
ここまたドライブも気持ちいいんですよね。海岸線をずっと走行できます。で高速道路ももうほんと海の上走ってるような感じですごい綺麗でした。今回車内のシャワーを使ったんですけど、温泉もあったようです。次回はそちらを利用します。ここはなんとホテルのようです。すごい道の駅ですね。何でもあります。ここだったらキャンピングカーじゃなくても普通の車に来てホテル泊まって道の駅や絶景を楽しむこともできますね。はい、市場ありますんでこちらでお土産買ってから行きます。店内は新鮮なお魚を売ってます。ここは海鮮丼もいただけるようです。なんか屋台みたいで雰囲気いいですね。いやーいい場所ですね。また家族でも来たいです。それでは車内の焼肉と鮭の匂いどうでしょうか。あ、ほとんど消えてますね。ちょっとこの辺だけほんの少しだけ鮭の匂いがします。こっちのダイネットの方は大丈夫そうですね。もしかしたらこのレンジフードに鮭の匂いがついてしまったのかもしれません。これだったらもう剥がして捨てるだけなんですぐ匂いが取れます。やっぱり魚の匂いって手に少し触れるだけでも全然手洗っても取れないんでかなり強烈なんですよね。ただ昨日の焼肉の匂いはもう全くしませんので、このレンジフードかなり効果あると思います。やっぱりこの空気の流れいいですよね。他に空気がいかずにもうここで完結する感じです。もっと徹底的に匂い対策するならやっぱりこのカバーあった方がいいですね。こっち側もした方がいいと思います。でこっち側もですね、そこまですると匂いはかなり残りにくくなると思います。これでもう走行できる状態になりました。次行く場所なんですけど、このまま海岸線を南下します。隣町にすごいレビューのいい道の駅兼 RV パークがあります。そこも前から寄ってみたかったんで、そちらについてお昼ご飯とこのジル520初めて試着して感じたいまいちだった点、そして良かったところをお伝えします。はい、ありがとうございました。それでは安全運転で再出発します。はい、昨日に引き続き海岸線の道なんでカーブが多いですね。ただですね、カーブの手前でしっかり減速してあげて、そして軽く後輪にトラクション、軽くアクセルを踏んであげるとスムーズに曲がってくれます。そしてこのジル520やファンテックさんの車両はソリッドスクエアフレームが採用されています。後ろのシェルの下ですね、住宅に当たる基礎の部分がソリッドスクエアフレームというフレームを設置しているので、コーナリング時の車体の剛性感を感じます。キャブコンによってはカーブ入ってから後ろも少しまた遅れて揺れるようなそんな感覚もあります。でもこの車両はすごい一体感があります。多分足回り強化ショックアブソーバーも交換しているんでより一層感じるんだと思います。今日の夜走行する高速道路の横風やトラックの横指示の風の揺れ、こちらの体勢も強そうなんで今日の夜が楽しみです。こちらは海の見える駐車場あるんですけど、高さ制限 2.8 ですね。これダメですね。この車は高さ 2.9 あります。3メーターないんですけど危ないんでこっちの屋根のない方を止めます。はい、駐車場結構広かったんで駐車はしやすかったです。線消え変わってるんですけど、この橋も枠内に入りました。右側も大丈夫ですね。ちょっと後ろがですね、カメラでは分かりにくくてなかなか感覚がつかめにくかったです。これは慣れが必要ですね。こちらの道の駅はなんか大型の遊具施設や船も止まってますね。ここですね。先ほど高さ制限で危なかったところ 2.8 メーター制限です。一番高いところはもっとあると思うんですけど、この橋のところですね、ここが低いんじゃないかなと思います。この駐車場最高ですね。トイレもあって向こうの方にはキャンプ場もあるようです。ちょっと寒いんでとりあえず車内入ります。気になっていたこのブレーキ結構効き良かったんでなんか書いてはるんかなと思ったんですけど、見る感じ普通のブレーキですね。でもう一つ気になったことが温水ボイラーなんですけど、昨日シャワー浴びてすごい熱々だったんですけど、1日経ってまだ温度あったかいんでしょうか。確かめてみます。ちょっと走行したんですけど10分程度なんであんまり影響ないと思います。まだあったかいですね。すごい熱々やないんですけどあったかいです。いやこれは嬉しい誤算でした。一晩経ってもまだ温水は出ます。そしてこのジャクリさんのポータブルバッテリーをキャンピングカーのサブバッテリーとして常設するシステムなんですけど、今回試してみて実用的かどうかなんですけど、この容量や操作感はもう全く問題ありませんでした。問題は充電方法なんですけど、インバーターからの充電を試みようかなと思ったんですけど、バッテリーの配線など一度ちゃんと見てみないとわからないなと思いました。この辺はまた帰ってから検証してみます。
ソーラー発電の電気の入力をこのポータブルバッテリーに接続すればもう放置で充電できますんで、そちらも試してみたいですね。できれば今鉛バッテリー、サブバッテリーありますんで、そちらの方の充電とポータブルバッテリーの充電、ソーラーからの充電も切り替えてできるように DIY したいと思います。あとはジャクリさんから出ているソーラーパネルですね、持ち運びできるタイプがあります。このタイプならキャンプ場などソーラーパネルを設置できる場所であれば、このキャンピングカーの設備のソーラーパネルと関係なしに充電できます。ただそういった持ち運びができるソーラーパネルっていうのはこのキャンピングカーに設置できませんので、使用頻度はかなり低いと思います。災害時はかなり心強くなると思いますので、1枚持っておいても損はないかもしれません。でこのポータブルバッテリーの最大のメリットはやっぱりこの拡張機能ですね。今回使ってみて1台つなげるだけで 1000Wh ぐらい拡張できます。しかもコンパクトなんで比較的設置しやすかったです。取説見たら最大で5台まで拡張できるようです。すごいですね。ただ使ってみて気づいたデメリットなんですけど、このケーブルですね、取り回しが結構大変だなと思いました。こんなにも後ろ長いんでここは曲がらないんで、この L 字ケーブルとかあったらかなり設置しやすいと思います。あとはもうちょっと長いケーブルですね、そういうのもあればいいなと思いました。結構良かったんで、もうこの GIL520 にこのポータブルバッテリー設置しようかと思ったんですけど、一つ気になることがありました。それは保管温度です。こちら取説載ってなかったんでネットで調べたらマイナス10度から40度までのようです。夏場炎天下直射日光が当たっている状態だと40度超える時もあると思います。その時にこのポータブルバッテリーシステムを全部出さないといけないというのはかなり億劫だなと思いました。その温度を超えないように常に日陰に駐車するなど工夫が必要なんで要検討だなと思いました。その辺も含めてこれからいろいろ試していきます。それでは GIL520 で初めて試着してみて、ここがちょっといまいちだったなと思うところと、逆にこれはすごいな、よくできてるなと思っているところをお伝えします。まずはデメリットからです。この冷蔵庫なんですけど、この上スースーします。ここなんですけどね、隙間があってで外とつながってますんで、外気冷たい風が入ってきます。特にこのレンジフードとかマックスファン回すとここからも空気が取り入れて窓開けなくてもいいぐらい空気入ってきます。今回はそれを逆にしても窓閉めたまま換気扇回してここから空気を取り込むこともありました。もっと寒い時期だったら車内がかなり寒いと思います。これも普通に閉じちゃっていいんですかね。また調べてみます。もう一つ冷蔵庫なんですけど、ここにメインスイッチがあります。でこれで全部切れるんですけど、冷蔵庫も消えちゃいます。旅中はやっぱり冷蔵庫常につけときたいんですよね。なので電気切るときは今回毎回こんな感じで一個一個こうやって消していってます。で数が結構多いのでこれは不便だなと思いました。ポータブルバッテリーの充電システムもそうなんですけど、一度電装系はしっかり勉強して配線理解してから DIY したいと思います。次はデメリットまではいかないんですけど、かなり気になったのでお伝えします。こちらの家具なんですけど、これキッチンの上にあるとこすごい使い勝手いいんですけど、開けるとこれかなり鋭利なんですよね。とんがっています。でしかもここよく使います。こんな感じで開けたままちょっと移動すると頭がねちょっと当たりまして、そこまでは痛くなかったんですけど、これなんかした方がいいですね。自分当たるかなと思って気をつけてたんでそこまで痛くなかったんですけど、気をつけて当たるぐらいなんで今後も絶対柔らかいそうな気がしました。なのでここは削ったりとかして何か柔らかいクッションつけたいと思います。次良かったところなんですけど、このリアベッドですね、すごいよく考えられていて結露で布団とかが濡れません。そもそも結露しにくいアクリル二重窓なんですけど、やっぱり水滴とかつくんですよね。その時に布団とかシュラフが濡れちゃいます。でこれはここに一つ木があるんでそのままつくことがありません。前のキャンピングカーでは結露で布団がよく濡れていました。13年前のキャンピングカーなんですけど、本当に使う人のことを考えて実際に試されてブラッシュアップしていって作ったんだなと分かりました。次使ってよかったのはこのレンジフードですね。これかなりやっぱり空気吸ってくれます。なのでここでフライパン調理をすれば車内料理での匂いがかなり残りにくいのが分かりました。前のキャンピングカーではこのレンジフードなかったんで窓に直接 DIY して換気扇つけてたんですけど、やっぱりもうこの常設っていうのがいいですね。デメリットは見られることです。これ窓を開けて空気取り込むんですけど、その時にシェードがこれできないんですよね。でしちゃうとこんな感じもできるんですけど、こっから取り込みになるんでやっぱり下から取り込んだ方がいいかなと思いますんで、外から丸見えの状態になっちゃいます。もうこの冷蔵庫の上の隙間を割り切って換気扇用の取り込み口として使うのもありかもしれないですね。それなら窓は閉めたまま使用できます。今回の旅の目玉、このシャワーです。実用的に使えました。シャワーはあるけど狭すぎて使えなかったらどうしようかなと思ったんですけど、コツはいりますが問題なくシャワー浴びれました。
そしてもう一つ心配していたこのマルチルームシャワー後の水滴なんですけど、足元に FF ヒーターの吹き出し口があるおかげで適当に水切っといたら乾きました。多少残っていてもそんなに神経質になることもないなと思いました。なのでシャワー後の掃除はだいたい 2,3 分っていう感じですかね。慣れればもっと早くなりそうです。このトイレとシャワーのあるおかげで本当にどこでも車中泊できるようになりました。これは今後の旅かなり面白くなりそうです。行く場所が無限に増えます。いろんな制約あるんですけど許容範囲です。唯一デメリットはこの温水シャワー、温水ボイラーの出し方ですね。走行後ラジエーターの熱で温水できているかどうかっていうのは結局これ出してみないと分かんないですね。なので必ずロスが生まれます。貴重な水なのでそれはもったいないなと思いました。今温水ボイラーが何度など表示してくれたらすごい使い勝手は向上しそうです。これからジル520カーテンを断熱にしたり、あと電装系ですね、いろいろ強化したり、このサイドソファの常設化などやりたい DIY がたくさんあって楽しみです。今日の夜は高速道路サービスエリアで出ますのでボディの遮音性を体感します。そしてバンクベッドの実用性ですね、こちらも確かめます。サブバッテリー走行充電ですね、これかなり強力なんで1時間走ってどのぐらい増えるのか実際に検証します。それでは道の駅のショップでお昼ご飯や食材購入して高速道路旅行ってきます。吹雪のように真横に降っています。雨が、海風がすごいです。今新潟県の道の駅マリンドームノウにいます。昨日このジル520納車されてそのまま車中泊旅に来ています。これから高速道路で南の方に進み富山県あたりで車中泊予定です。今回の高速道路車中泊旅で確かめたいのが高速道路の走行性能です。このキャンピングカーはかなり大きいです。高さは3メーター近くあります。横風やトラックの追い越しなどでどのぐらい揺れるのか中古で購入したんですけど、このタイヤホイールとタイヤが前のオーナーさんワイド化されています。タイヤの幅が広くなっています。少しは風への耐性が上がっていると思いますが実際に体感します。今から走行する北陸道は今日風が強く大雨です。少し怖いのでやばそうだったらパーキングエリアに避難します。そして車内で気になるのがこのボディの遮音性です。喧騒の高速道路サービスエリアで車中泊して確かめます。昨日は静かでした。そしてリアベッドで寝ました。リアの常設ベッドは横幅が81センチありますんで寝返りも打てて最高でした。よく眠れました。今日はこのバンクベッドで寝ています。広さはかなりあるんですけど高さですね、圧迫感ないのか実際に体感します。そしてカムロードのセールスポイントの一つ、強力な走行充電、こちらも検証します。ちょうどバッテリーが入っていて現在157アンペアアワーですね。ここからどのぐらい増えるのか確かめます。で今日もこのマルチルームに設置されているシャワーを浴びます。これお水のタンクなんですけどまだ半分以上あります。4分の3ぐらいですね。1回のシャワーでここからどのぐらい減るのかも確かめます。それでは道の駅のショップでお昼ご飯や食材購入して高速道路旅に行ってきます。ここはカニが名物のようでたくさん売っています。ここもそうですね。もうずらっとカニが並んでいます。うわ、もう土砂降りです。うわ、風もすごい強い。いや、風やばいですね。これ高速道路上はかなり揺れそうです。怖くなってきました。とりあえず高速道路に向かいます。で、今エンジンつけたんですけどアイドリング状態でどのぐらいサブバッテリーに電気充電されているか見てみます。今なんですけど約50アンペア発電されています。で、電圧は 13.3 ワットに換算すると665ワットです。結構いいですね。走行してエンジンの回転数も上がれば発電量も上がってくると思います。現在は160アンペアアワーです。で、ここから計算していきます。それでは安全運転で行ってきます。はい、高速入りました。現在フルコンを80キロに設定して走行しています。こちら前のオーナーさんがピボットのクルーズコントローラーつけておりました。操作方法はワイパーのレバーの奥についております。セットボタンを押すと現在走っている速度をキープしてくれます。そして速度調整は上と下ボタンを押すと速度が変わってきます。ブレーキを踏むかセットボタンを長押しすればオートクルーズが解除されます。
そしてレースボタンを押すと先ほどまで設定した速度でまた巡航してくれます。うわ、これはすごい横風です。吹雪のように真横に降っています。雨がこれかなり強いですね。風吹き流しも真横です。納車してすぐなんですけどね。しかし風の煽り耐性を検証するにはもう一番いい気象条件かもしれません。風の音がすごい怖いですね。ゴーゴー当たってます。ちょっと今揺れましたね。ハンドル両手でしっかり握ってないと急に違う方向に行ったりしそうで怖いです。この両サイド風を遮るものが何もないところ、こういうところが一番怖いですね。風が吹くと小刻みに車体が揺れます。ただ今のところなんか大きく持っていかれるような感じはないです。雨がね横から降ってるんですね。今これ風速10メーターぐらいなんですけど、ちょっと揺れるんですけど、まだ速度は緩めなくていいぐらいの揺れ方です。いや、トンネル内助かります。ちょっとこれ強風収まるまでパーキングエリアで休憩します。いやー、びっくりしました。カスコ性能やコーナリング性能などいろいろレビューしようと思ってたんですが、それどころじゃないぐらい海風が強かったです。小刻みに横揺れがあったんですけど、すぐ揺れは収まってくれました。戻る感じですね。さっきの風の強さを考えればまだマシだった気がします。今回ライトキャブコンからの乗り換えなんで、このぐらいの揺れは余裕でした。ライトキャブコンはそのぐらいよく揺れます。カムロードのタイヤのトレッド幅がライトキャブコンより広いので、風の煽り耐性は強いと感じました。あとは前のオーナーさんがこのワイドタイヤにする以外に強化ショックアブソーバーマネも強くしてました。前後タイヤ4本分全て強化ショックアブソーバーに変わっていました。それも風の煽りがまだマシだった要因だと思います。ノーマルのカムロードだったらめっちゃ揺れてたと思います。それでは風が落ち着くまで車内で少し休憩します。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。走行充電でどのぐらい充電されたかなんですけど、現在188アンペアアワーです。でもう電気使っちゃったんで、電気使う前の状態を写真撮っておきました。ここ着いた直後は192アンペアアワーでした。で時間でいうと約50分走行しました。なので50分で32アンペアアワー増えたことになります。なんか思ったより増えてないなという感じなんですけど、もうちょっと走って合計でどのぐらい増えたのか、何ワット発電されたのか後で計算してみます。雨はねまだ結構降ってるんですけど、風はだいぶ収まりました。なのでもう出発します。はい、じゃあ合流します。はい、ちょうどトラック追い越しに入りました。風の煽り体感しています。あれ、全然揺れないですね。今外の風の影響のないトンネル内だったんですけど、全く揺れませんでした。はい、もう一台来ました。全然揺れないですね。やっぱりトラック追い越し時の風の煽りの揺れはほぼなくなりました。これはかなり嬉しいです。前のライトキャブコンの時は毎回トラックが来たら外側に流されますんで、ステアリングを少し内側に切って対応していました。もうこれがないだけで自分は大満足です。はい、結構な上りになりました。現在80キロで走行中で、エンジンの回転数は約1800回転です。上りに入ってもエンジンはほとんど回転数上がりません。余裕の走りです。さすが3リッターディーゼルターボ、最大出力144馬力、最大トルク300ニュートン、トルクがやっぱりすごいですね。この北陸道はそんなに
勾配のある上りはないので、今度もっと上りのきつい東湾車線のあるような坂を登ってみたいです。多分それでも余裕だと思います。はい、結構距離走りました。お腹空いてきたんで次のサービスエリアで止まって晩ご飯にします。トラックいっぱいやな。空いてました。到着。はい、これで OK ですね。駐車は結構しやすかったです。ジル520、全長が長くて 5m16cm あります。でも前ここに合わせて後ろも線から出ないぐらいに駐車できました。横幅も結構余裕があって、ここ少し空いています。で反対側は車止めますんで多めに開けました。なので高速道路小型車枠止めれるか心配だったんですけど問題なかったです。駐車した場所なんですけど一番端です。でトラック、大型トラックがもうずらっと並んでいます。ほとんどがエンジンについて休まれてますんで騒音はかなりします。でこの中で車中泊しますんで、このボディの遮音性確かめるにはもってこいですね。それでは中入って車中泊のセッティングしていきます。まずは丸見えなんでシェードしていきます。はい、完成しました。やっぱり夜になるとこのダウンライト照明がたくさんありますんですごい落ち着きます。現在外気温が 7.4 度、中が 17.6 度です。少し肌寒いのでキャンピングカー専用のエアフィーターつけていきます。こちらは燃料がディーゼルなんでかなりコスパいいです。高速道路の燃費検証をしたかったんですけど、この FF ヒーターで軽油使いますんで正確な燃費が出ません。また今度 FF ヒーター使わない時に燃費検証もしたいと思います。走行充電でどのぐらい充電されたかなんですけど、現在 228A でした。76分走行して 43A 増えたことになります。まとめると今回の走行充電走った時間が129分で、増えた容量が 75A、ワットアワーに換算すると 900Wh です。で129分なんでもう2時間として考えて、1時間で計算すると増えた容量が 37.5A、ワットアワー換算で 450W ぐらい。意外と少ないですね。カタログ値の半分ぐらいじゃないでしょうか。これはどこかで制御されているか、もしくは何か電装関係で原因があるかもしれません。今回はもう納車されたばっかしの旅なんで、また家に帰ってからじっくり調べたいと思います。そして気になった騒音なんですけど、車内入った時はエンジン音多少聞こえたんですけど、もう FF ヒーター暖房つけたらそっちの音の方が大きくて何も聞こえません。このぐらいの騒音でした。問題なく眠れそうです。また寝る時に FF ヒーター切りますんで、その時気にならないか眠れるのか体感したいと思います。それではシャワーの準備していきます。2時間以上走行したんで、もう温水ボイラーの温水が出来上がっていると思います。一度確かめます。あったかいお湯が出ています。ただですね、昨日はガスでお湯を温めたんですけど、その時に比べるとぬるかったです。お湯を温める方法は2つ。ガスで温めるか、走行中のエンジンの熱を利用したラジエーターで温めるかです。でガスの場合はですね、冷えたらまたガスがついて自動的に温度を高めてくれます。でラジエーターの場合はもう走行しないんで温めることがないと思います。ということはずっとお湯を出していてガスで温めなければどんどん冷めていって、やがてシャワーが浴びれない温度になるかもしれません。温水ボイラーのタンクは生活用水から注入される仕組みになってます。なのでどんどん温かいお湯の中に水が入ってくるんで温度が下がってくると思います。ちょっと今回はそれ気になりますんで、もうガスはつけずにこのままシャワー浴びてみます。はい、生活用水のタンクの容量は半分以上あります。それではまずマルチルームのシャワーセッティングしていきます。でトイレを横にしてスペースを広げます。まずシャワーカーテン、こちらを伸ばしてトイレかからないようにします。そしてこの上部にある収納棚に入れているボディーソープとシャンプーリンスですね、ここに置いて、あと水切りもセッティングして、で入り口のシャワーカーテンですね、こちらも閉めます。これで外に水が出なくなります。一応床にタオルと着替えの
クーピーチャンネル T シャツ白を用意すれば完了です。いやさっぱりしました。もうリラックスしたいんでパジャマに着替えておきます。で、気になっていたガスを使わずにずっとあったかいお湯が出るのか問題なんですけど、だんだんぬるくなってきました。なので慌ててここにスイッチありますんでガスの回線してボイラーの電源つけました。そうするとあったかいお湯が出てきました。なのでシャワー浴びるときはガスが必須になってきますね。これは今回2時間以上走行しました。だけど熱々まではなってませんでした。シャワーは浴びれる程度なんですけど、だんだんぬるくなってくるんで浴びれないことはないけど冬場は風邪ひいちゃうと思います。シャワー終わって生活用水のタンクは半分よりちょっとありますね。2回シャワー浴びてこんだけあるんで、もしかしたらあと2回入れるかもしれません。今日は結構温度が低いんでやっぱりちょっと寒かったですね。FF ヒーターは必須になると思います。はい、じゃあシャワーの後は水切りしていきます。はい、あとはタオルをこのマルチルームにかけて FF ヒーターで乾燥させておきます。FF ヒーターはすごい乾燥するので、もう髪の毛ドライヤーせずに乾いてきました。とりあえずノンアルコールビールいただきます。よく冷えてます。このシャワー後のこの時間たまりません。最高です。ちょっとゆっくりします。で、テレビですね、これ衛星放送映りますんで今日もテレビ見てしばらくくつろぎます。はい、それでは晩ご飯にします。昨日は電気で調理したんですけど、今回はこのキャンピングカーに備え付けられているガスコンロを使ってみます。ガスは車内のスイッチを押して、足元にガスの警報器あります。これもつけておきます。でこちらのつまみを押して回してで着火します。つきました。作る料理なんですけど、今日市場で美味しそうな牡蠣売ってました。自分牡蠣めっちゃ好きなんですよね。で、焼きビーフン、こちらも自分好きなんで今日は牡蠣焼きビーフンを作ってみます。で今日もレンジフードで換気していきますんで、まずは窓を開けて空気を取り込みます。これ加熱用の牡蠣なんでしっかり焼いていきます。このガスバーナーのカレコはこっち側にすると火が小さくなって、で反対側にすると消えるようです。これ最大なんですけど、なんか家庭用で言ったら小か中火ぐらいですね。今回 LP ガスじゃなくてカセットガスを変換して使ってますんで、もしかしたら外が寒くてガスの出る量が少ないかもしれません。それではあとはキノコと野菜を焼いていきます。やっぱり野菜は水分かなり含んでますんで湯気が多いですね。レンジフードあってよかったです。それではだいたい火が通ってきたんでビーフン入れて仕上げます。あとは付属のタレをかけて完成です。お皿は耐熱のポリ袋アイラップ敷いてクッキングシートその上に敷きます。美味しそうです。なんかガスが使えると本当に家で作ったような料理がいただけますね。それではいただきます。
ごちそうさまでした。いや、満足しました。それでは片付けしていきます。お皿の方はアイラップとクッキングシートですね、敷いていたんで全く汚れていません。今回フライパンはもう直接使いました。なので洗い物していきます。軽く水だけ入れといて汚れは浮かしています。レンジフードを使用してたんで匂いは全部出てると思うんですけど、マックスファン、このルーフベント回して空気入れ替えていきます。野菜くずとかがまだ少しありますんで、これそのまま流しちゃうと排水タンク汚れちゃいますんで、一旦このキッチンペーパーでざっくり取っていきます。あとはもう洗剤とスポンジで洗っていきます。はい、綺麗になりました。初めてこのシンクで洗い物してみたんですけど、結構洗いやすかったです。蛇口がこんな感じで上に行きますんで、こういった大きいフライパンとかも普通に洗いました。あとお湯出るんで、それはすごいありがたいです。このガスコンロなんですけど、これ色がね変色したんですね。こっち側は変色していません。もしかしたら前のオーナーさん一回も使ってなかったかもしれないですね。大事に使わせていただきます。眠くなった時にすぐに眠れるように、もうバンクベッドのベッド展開しておきます。ここにロックありますんで、これをまず外します。そしてあとは引くだけです。すごい軽いんで簡単に展開できます。奥にはしごありますんで先取っておきます。このはしごはアルミなんでかなり軽量です。あとはこのマットをずらしてはめるだけです。バンクベッド展開した状態でこの下のソファー座ると自分は頭がついちゃいます。後ろの背もたれにもたれれば大丈夫です。なので常時ベッド展開はちょっと邪魔になってしまいますね。で、枕と木のリアベッドで使ったこのシュラフで眠ります。登ってみます。この上のところに照明があります。2段階ですね。この進行方向に対して横向きに寝た方が長さがありますんで、今日はこの方向で眠ります。自分170センチなんですけど全然足はつきません。この状態だったら左側は手伸ばしても端につきません。で、右側もちょうど端につくぐらいなんでかなり広々眠れます。で、高さはこっち側の方が高いんですけど、この真ん中あたりでもそんなに圧迫感ないんで眠れると思います。一応大人3人眠れるらしいんですけど、3人だったら結構ぎゅうぎゅうだと思いますんで、2人ぐらいがちょうどいいかなと思います。で、これ落下防止ネットがあります。これだったら落ちないんで安心して眠れますね。このバンクベッドの高さから見るサービスエリアってなんか面白いんですよね。すぐ後ろの大型枠は全てトラックで埋まってるんですけど、今暖房の F フィーターも切ってるんですけど、ほんの少し聞こえるぐらいなんで問題なく眠れそうです。このバンクベッドで体横になってるだけで眠たくなってきました。それでは先にもう歯磨きを終わらしておきます。はい、これでバンクベッドの寝る準備ができました。結構この空間落ち着きます。今日はこのサービスエリアの夜景を見ながらぐっすり眠ります。今日はいきなりの大荒れの天気でジル520も揺れて一時はどうなるかと思いましたが、無事車着できて本当良かったです。明日は晴れ予報です。北陸道は走行していて景色がいいので明日も楽しみです。おはようございます。特に騒音で起きることもなく快眠できました。朝方は少し寒かったです。外から新鮮な空気が入ってきてすごい気持ちいいです。バンクベッドの寝心地なんですけど、高さは問題なかったです。ただマットがですね、こっち側は結構分厚いんですね。で、反対の奥の方
こっち側はちょっと硬かったです。背中が少し痛いなという感じはしました。これこことここでマットの厚み全然違うんですね。なのでこっち側ネット側に寄って寝れば問題ないかなと思います。もしくは薄い低反発マットですね、そういうのを引けば大丈夫かなと思います。ただそうなるとこの天井がまた近くなってしまうんで、できるだけ薄い方がいいかなと思いました。さあ下へ降ります。このはしごあるんで寝起きでも降りやすいです。次撤収なんですけど、このマットを外して次はしごを外して、あとは押すだけ。これなら朝でもあまり煩わしくないですね。窓がすごい多いんで車内は電気つけなくても十分明るいです。シュラフとかは畳まずにこんな感じで広げて乾燥させてから収納しますんで、一旦バンクベッドに置いていきます。やっぱりバンクはかなり広いので、こういったバンクベッドで使うより大容量の収納として使うのも捨てがたいですね。この辺は家族で実際に車中泊してみて、どっちのが寝心地いいか家族に決めてもらって、バンクベッドをベッドとして使うのか収納として使うのか決めたいと思います。次車中泊するときはここをもう全面フルフラットにして寝てみたいですね。それではまずは寝起きの一杯、今日はコーヒーいただきます。いただきます。いやー、ゆったりと流れるこのキャンピングカーの中の時間、最高です。それではもうついでに朝食もパパッといただきます。朝食は昨日に引き続きガスコンロを使ってみます。作り料理なんですけど、卵が結構余っていて、レトルトのキーマカレーと食パンがありますんで、卵サラダキーマカレーパン作ってみます。コーヒーに相性バッチリの朝食ができました。レタスも入れたらよかったんですけど、ちょっと忘れたんでもう別で食べます。それではいただきます。ごちそうさまでした。美味しかったです。今回卵サラダパンはフライパンで調理したんですけど、コンビニでレトルトの卵サラダありますんで、このキーマカレーとそちらでした保存も効きますんで、今回の卵サラダキーマカレーパンはコンビニだけで全部揃えますね。それでは片付けていきます。まな板とお皿は汚れ防止シート敷いていたんですけど、フライパンはかなり汚れてます。でまずは簡単にキッチンペーパーで汚れ取っていきます。
はい、これで綺麗になりました。サービスエリアのお土産屋さんがかなり充実しますんで、再出発の前にお土産だけ買って帰れます。このシンク下の収納なんですけど、かなり容量入ります。ちょっと今回は乱雑に入れたんですけど、ちゃんと仕切りとかやればいろんなものが入りそうです。で最終2泊3日してサブバッテリーの残量なんですけど、192アンペアアワーです。現在ソーラーパネルからの入力もされてますんで、電気と冷蔵庫のみだったら減っていかない感じですね。そしてその横、この生活用水のタンクなんですけど、なんともうほとんどなくなってきました。昨日シャワー入った後は半分以上あったんですけど、その後このシンクで洗い物、歯磨き、そして朝の洗い物ですね。これでかなり減ったようです。シャワーのお湯はボイラーであらかじめ別のタンクに水が移ってます。約20リッターで、そこから生活用水も足して混合泉として適温が出ます。なのでシャワー使うだけだったらこの生活用水タンクはあまり減らないんですね。ここから直接お水を出すとかなり減るようです。これ今回一人で2泊3日の車中旅だったんですけど、家族も増えて歯磨きの回数も増えるとちょっと心配になってきました。ここのリアベッドの下、20リッターほどの清水タンクがあります。これ飲み水用です。清水タンクはこの蛇口から出ます。今回は水入れてません。横の生活用水タンクは67リッターです。なのでリアの清水タンクも飲み水じゃなくて生活用水タンクとして家族車中泊の時は入れていくと思います。そっか、67リッターって意外とすぐ減るんですね。なんかすごい大容量にあるような感じなんですけど、このお水洗い物するとき、できるだけもう本当にちょっとだけ節水モードで使った方がいいですね。はい、それではゴミ捨ててきます。はい、このリアのゴミ箱に入れて、で家帰ってから処分します。はい、ちなみにカセットガスはここにあります。燃料タンクの横にここに2本挿しています。昨日入れたんでまだあると思います。そうですね、触った感じ半分ぐらい残ってると思います。シャワー2回と料理で使いました。サービスエリアのすぐ隣にはます寿司富山県の名物ですね。こちらの工場があります。サービスエリアの売店で購入できるようです。マップありました。ここは富山県の一番西側になりますんで、富山県の観光やもうすぐ隣石川県なんで、石川県の観光に行くのにもいい場所ですね。それではお土産買ってきます。ずっと欲しかったケロリンの桶とタオル買ってきました。こんなとこ売ってるんですね。汁に置いておいてシャワー浴びるときに公衆銭湯の気分を味わえます。今からまた高速道路戻ります。一般道ではコーナリング時あまりロールせずに走ってくれました。高速道路の高速域ではどうなんでしょうか。ジャンクションで体感します。でサービスエリア出るときに合流加速しますんで、一度40キロから80キロまでの加速フル加速してみます。そしてタイムも計測してみます。いや今日はめちゃくちゃいい天気ですね。それでは安全運転で再出発します。現在40キロです。じゃあフル加速でいきます。せーの、はい。60キロ、70キロ、はい。短い合流車線でしたが問題なく80キロに達しました。ただそんなに速いといった感じはないですね。3リッターディーゼルターボとかなりエンジンの排気量は大きいんですが、トルク重視のセッティングのような気がします。はい、ジャンクションのコーナリング体感します。はい、現在40キロで走行しています。スムーズですね。ちょっとロールは多少あるんですけど、そんなに怖い感じはしません。で軽くトラクションですね。やっぱりアクセル踏んであげたらスムーズに回ってくれます。やっぱりライトキャブコと比較になっちゃうんですけど、ロール傾きはだいぶマシな感じがします。それでは最後に河川敷の広場へ寄って、今回納車してから初めての高速道路車中旅、実際に体感して感じた良くなかったところ、逆に良かったところをお伝えします。無事事故もなく、どこにもぶつけることなく納車車中旅終わりました。楽しかったけど今はホッとしてるっていうのが本音です。運転の操作で今気づいたことがありました。これカムロードのシフトレバーなんですけど、ここにオーバードライブオフスイッチっていうのがありました。ここを押すと一番高いギア4速に入らなくなります。
高速道路などきつい上りの時にこちらのオーバードライブオフスイッチを押しとけば4速に入らないので3速で力強い加速で上ってくれます。ただ今回きつい上りなかったんで使うことはありませんでした。でもかなりトルクありましたんで、多分使わなくてもどんな高速道路でも上ってくれると思います。もっと上りのきつい山道とかだったら必要になるかもしれません。この辺もまた山道走行してみて検証してみます。それでは最後に今回の高速道路車中泊旅で感じたメリットデメリットをお伝えします。走行ではクルコンを使っていたので楽ちんでした。ずっと80キロです。たまに75キロぐらいでゆっくり走っている車を追い越すときに100キロぐらい出しました。そういう感じの走行をしていました。それではデメリットからいきます。まず1つ目、直進安定性があまり良くないなと感じました。直進安定性というか、このステアリングの遊びが少ないなと感じました。まっすぐ高速道路を走っていってハンドルを少し動かしただけで車が動く感じでした。常にステアリングをまっすぐに保つのを意識している感じでずっと走行していました。どの車もそれを意識するんですけど、より敏感に反応するような感じでした。2つ目なんですけど、これも13年前の車なんで仕方ないかもしれないんですけど、このライトがですねすごい暗かったです。ここにリアのカメラを映してくれるバックモニターあるんですけど、これもすごい暗かったです。この辺は古い中古車なのでカメラの解像度や性能も当時のまましょうがないんですけど、やはり安全にかかりますんで買いたいですね。でも今すぐ乗れないわけではないんで、もうしばらくこのまま走ってみて車検などの時に一緒に交換しようと思います。デメリット3つ目は最初から分かっていたんですけど、やっぱりバックの駐車は難しいですね。全長が 5m16cm なんで、やっぱ駐車枠できるだけ後ろまで下げときたいんですよね。であんまり出ないようにしたかったんでギリギリまで攻めるんですけど、このサイクルキャリアがついてるってのもあってカメラすごい見にくかったです。意外だったのは横幅は駐車に関してそんなに難しくなかったです。こちらも 2m6cm と幅いっぱいギリギリに止めるんですけど、この両サイドのミラーがすごい視認性良かったんで、本当に1センチ単位で調整できました。この辺は実際に体験してみないとわからないサイズ感だなと思いました。カメラ強化したいですね。そして高速降りて街乗り時ですね、道が細くて対向車トラック来るときですね、ちょっと緊張します。ギリギリまで走り寄せないとぶつかりそうな気がしました。ただ一般の道路は横幅 2.5m あるので余裕があるはずなんですが、実際運転してみると結構ギリギリだなと思いました。この横風の揺れですね、意外と少なかったです。今回大荒れの天気で 10m 以上の横風に遭いましたが、思っているより揺れなかったです。高さも 3m 近くあるのに意外でした。もちろんないことはないんですけど、思っている以上に揺れなかった感じです。感覚的には風速 10m ですね。真横できつい風、それ以上になってくるとちょっと怖いかなという感じでした。そしてもう一つ気になっていたトラックの追い越し時の揺れです。自分は走行車線を80キロでずっと走っていたんですけど、追い越し車線からやっぱトラックが抜いていくんですね。その時に追い越しの風圧でキャブコンはよく揺れます。こうトラックを追い越す時に一旦こっちが外に行くような押し出しがあって、で追い抜いた時にまた戻るような感覚があります。これもほとんど感じなく、10回に1回ぐらいちょっと抑えたかなどうかなっていう感じの感覚でした。もうこのぐらいなら全然問題ないです。やはり前のオーナーさんが前後4本ワイドタイヤ化、そして強化ショックアブソーバーも導入されていたんで、その効果を感じることができました。次良かったのはコーナーリング時の安定感です。このロールが思ったよりも少なかったです。コーナーリング時にこの傾く力ですね、これが少なかったです。これも先ほどの風の煽り耐性同様、ワイドタイヤ化と強化ショックアブソーバーの効果が大きいと思います。それとバンテックさんのソリッドスクエアフレームもあると思います。このシェルの支えている下ですね、土台が基礎みたいな感じでしっかりしたスクエアフレームが組まれています。なんて言うんですかね、一体感があります。普通曲がるときステアリングを切ってこう右に回るときに最初頭が曲がってからその後後ろが遅れて回る感じがあるんですけど、それが少なく一体感、合成感を感じました。曲がってて楽しかったです。ただコーナリング性能、風の煽り耐性いいと言ってもフィアットのデュカトにはかなわない感じです。メリット3つ目はシングルタイヤの乗り心地、結構良かったです。足回り強化されているので硬い感じはあるんですが、このリアがシングルタイヤなので路面の凹凸ショックがダブルタイヤよりやはり伝わりにくいです。自分ダブルタイヤも何回も乗ったことあるんですけど、シングルタイヤの方が乗用車に近い感じでした。
ダブルタイヤもお金かければ乗り心地よくなるんですが、シングルタイヤはそのままで乗り心地がいいですね。特に自分は前のキャンピングカーがライトキャブコンのダブルタイヤからなのでかなりよく感じました。ただこれは運転席座っての話なので後部座席はどうでしょうか。後で家帰ってから嫁に感想を聞いてみます。どんな反応か楽しみです。それでは車内です。今回納車されて2泊目の車中泊です。前回と別に新たに感じたことがあったのでお伝えします。まずはデメリットからなんですけど、1つ目、走行充電の発電量が思ったより少なかったです。今回の高速道路車中泊旅では1時間あたり約37アンペアアワー充電されていました。ワットに換算すると 12V で444ワットです。カタログではマックス80アンペアだったので半分以下という結果になりました。多分燃費良くなるようにオルタネーターの発電量を抑えられてるんだと思います。これは改善したいですね。多少燃費悪くなっても発電量をアップしたいです。2つ目のデメリットは車内なんですけど、結構ですね外の空気入ってきます。気密性はそんなに高くないなと思いました。少し寒かったですね。この冷蔵庫の上から冷たい風と運転席がこれ仕切りカーテンあったんですけど、その隙間から冷たい風が入っていました。今回外気温はそこまで寒くなかったんですけど、それでも朝寒かったです。これ真冬だったら辛そうです。ただ酸素不足にはならないと思います。この冷蔵庫の上の気密性と運転席とこちらを仕切っている仕切りカーテンの気密性を改善したいですね。3つ目はガスコンロの傾きです。いつもは電気、この IH 調理器で調理してるんですけど、これもし車が傾いていてもここになんか挟めば平行になります。でもガスコンロの場合はもう調整できないんですね。もし車が少しでも傾いていたら目玉焼きが端に寄っちゃいます。車内で調理するときは駐車した場所の水平が大事ですね。もしくはレベラーが必要ですね。あとはこのガスコンロですね、結構形状が複雑なんで掃除はしにくかったです。これ外れますね。ただ外れてもやっぱり電気に比べると掃除の時間はかかるなと思いました。次はデメリットまでいかないんですけど、気になったことをお伝えします。この生活用水タンク67リッターと大容量なんですが、意外と2泊3日で節水してもなくなってしまいました。特に洗い物ですね。これがこんなちょっとだけ出すっていうのが結構難しいんですよね。なんか前の時はもっと調整しやすかったんですけど、こんな感じで高い鍋とかやるときにあげるんですけど、もうちょっとだけ出すとこんな感じで下に垂れていっちゃいます。でガッて出さないと洗いにくかったです。これは何か下に溜めて洗うか対策しないと少ない水では洗いにくいなと思いました。こんな感じで伸びるシャワーホースタイプだったら少ない量でも洗いやすいんですけどね。次はメリットです。先ほどガスコンロデメリット挙げたんですけど、やはりこのガスの実用性ですよね。電気に比べると軽くもあるし長時間使用できるので、災害時はもちろん通常の車中泊でもかなり実用的でした。特にこれから夏場エアコン使うんで電気を全てこっちに使いたいんですよね。その時電気の調理使うと電気かなり使ってしまいます。ガスを使用すると全ての電気をエアコンに回せるので夏も快適に車中泊できそうです。ただこれファンをかなり強くしないと熱が出ますんで車内も暑くなりそうです。この辺は夏に実際に使って確かめていきたいと思います。今回バンクベッドに寝てみてかなり実用性があるなと思いました。キャンピングカーによっては意外と天井が低くて圧迫感があって使えないバンクベッドも多いんですけど、これは本当にベッドとして使えるバンクベッドでした。というのも前のライトキャブコンの時自分も寝たことあるんですけど、やっぱり圧迫感があってちょっと寝れなかったんですよね。嫁も結局1回だけ使用しただけでした。なのでバンクベッドは収納として使ってたんですけど、このバンクベッドは高さも十分、寝返りも1人だったら3回ぐらい連続でできます。そしてベッド展開も早いので頻繁に使うと思います。3つ目は遮音性の高さです。今回の高速道路車中泊旅で気になっていましたが、この真後ろでエンジンつけられたトラックがいても眠れました。遮音性は高いと思います。そして横に車も来てたんですけど、これも問題なかったです。やはりこれはキャブコンにして本当に良かったと思うポイントですね。次は番外編なんですけど、この衛星放送ですね、意外と良かったですね。自分家では見ないんですけど、こういった旅先で衛星放送を見るのもありだなと思いました。というのもですね、前のキャンピングカーもアンテナがあったんで地上デジタル見れるんですけど、車中泊するポイントって意外と電波入らないんですよね。なのでもうテレビは飾りでした。ネットつなげて YouTube 見るぐらいでした。でも衛星放送はこの屋根の後ろについていて、どんな場所でも見ることができます。前のオーナーさんがこのテレビに力入れてた理由が分かりました。
ただ自分の場合は子供がいるのでこのサイズ考えないといけないのでまた嫁と相談します。最後メリット4良かったと思ったのが運転席乗り降りの時に雨に濡れにくかったです。ここなんですけど雨がこっから流れるようになってます。この助手席からフロント通って運転席側もあります。今回土砂降りだったのでしっかり体感できました。乗り込む時や出る時キャブコンだと運転席付近滝のように流れるんですよね。何気にストレスになるので地味に嬉しかったポイントです。これからは重量にも気をつけて家族で車尺旅を楽しみたいと思います。何でもかんでも乗せるんじゃなくて軽量化しつつ厳選していきたいと思います。ジル520の許容荷重が3400キロでした。この車の車重は2900キロです。意外と3トン以下なんですね。自分の家族は3人なんで3人になってもまだ330キロぐらい荷物乗せられます。リアがシングルタイヤなんでより一層重量に気をつけていきます。それでは家に帰って嫁にお披露目してきます。どんな反応するんでしょうか。楽しみです。ここめっちゃいいやん。でっかいな。あ、ちょっと待って。テレビでっか。テレビでっかいのあ、わあ、取れた。シャワーだ。そうそう、これ怖い怖い。怖い。もう今日ここで寝ようかな。やかましいなめっちゃいいやん、うん、素晴らしい判断だと思います、このバンテックのジル520納車され初めて嫁に見せます。前のキャンピングカーに比べて広くなってますのでどんな反応するのか楽しみです。これが買ったキャンピングカーでっかいな。大きいやろ。すごいな。ミゼットと比べてさらに大きく見えるな。そうやな。普通キャンピングカーってさ、全部白いけどそうやな。結構色ついてるやろ。なんか独特なカラーリングやな。雰囲気に合ってる感じがする。あ、ほんま？似合ってる。よかった今はもうこういうカラーリングとかないから、逆になんか所有感もあって、俺も結構好きかな。この色使いいいよね。ここだけ黄色っていう可愛い。これが前やねんけど、前のさ、マッシュより大きくなったやろ。そうやんな、なんかサイドミラーもめっちゃ大きないこれ。そうやろとうとうこんなに大きいキャンピングカーに来ましたこれどんどんでっかなるんちゃうもうでもこれ以上はでかなれへんちゃうかな。もうないか。行くとこまで来たね。なあ、バスとかもあんねんけどな、キャンピングカー。そうなると、もうコンビニとか止められなくなってくるから、そっか、これギリギリぐらい止めれんの、慣れな関係ね、運転やっぱり。そっか、やっぱり災害も想定したらな、広い方がいいやんか。そうやな、前思ったな、それはさ。実際のさ、なんか車中泊で旅するのとさ、災害で避難とかなるとなんか、気持ちの持ちよう全然ちゃうやんか。そうやな、楽しいだけじゃないからね。そうそう、生活せなあかんってなるから、やっぱちょっとでもストレス軽減されるように、広い方がいいと思ったわ。でこれを選びました。素晴らしい判断だと思います。じゃあちょっと入りましょうか。あ、ちょっと待って。なんとステップが今回はあります。おー、すごい。前なかったやろ。そうやんな、前なかったね。これでね、乗り降り楽になると思う。へえ、でも手動やねんな。そうやねこの辺やっぱりね、古いから車内でもすごくいいと思う。ないよりかって感じやね。行きます。お、楽やろ。すごく上がりやすい。靴もほら2個はいけるね。あ、いけるね。ただ子供の靴が微妙やな。まあそうやね。ここにねちょっとスペースあるから靴移動してもいいし。へえ、ほんまや。であとはね、ここパカッと開いて収納できるね。床下収納、家みたい。そうやろ。のここも靴みたいな置いてもいいなと思って。めっちゃいいやん。座ってみて。よっしゃ。なんかソファーの幅、大きない前より。よく気づいたね。そうやね。結構ゆったりやろ。そうやんな。へえ、あ、座りやすい。広なってるよね、完全に。完全に広くなってる。ここもね、端まであるやんか、こうやって。あ、これね、確かに。でドリンクホルダーもあるし。わ、ほんまや。窓も大きいやろ。そうやな、ほんまやな。いっぱい窓あるし。この色を俺結構気に入ってね、なんかレトロな感じというか。なんか可愛いわこれ。いいじゃない。テレビでっか。テレビでっかいの。テレビでっかいよ、びっくりしたわ。テレビがね、どうするかやねんな。ちょっと大きいからさ、クーピミが近くで見ちゃうかなとかな。ここにそうそう座ってとかな。ここにしか作られへんのテレビ。そうやな、また考えなあかんけど。そうだね。なんかもう撮っちゃっても俺はいいかなと思ってんねんけど。でもこのテレビいいな、なんかめちゃくちゃカラオケみたい。そうやろ。
でこれ面白いのがね、うんこれ移動中はこう固定されてんねんけどな、うん着いたらうんこんな感じでお伸びた。こうできんねんな。すごい。あ、じゃあでこっち側座ってみて。これ結構すごない？めっちゃいいやん。うん。へえ。ゆったりなんか映画でもあんま見らんけどな俺は。それな。コナンとか好きやから見たいんじゃん。これでコナン君の映画めっちゃ見たい。うん。このテレビな衛星放送が前のオーナーさんつけてたから映画とか NHK とかお笑いとかいろいろあるわ。ここフルフラットにしてみんなでさ寝ながら見るみたいなことも。そうやな。できる。めっちゃいいやん。うん。で俺なこれすごいいいなと思ったのが、乗り降りしにくいやろこれ。手すりがあるから。一回そうやな。入るの結構狭いやんか。そうなんか支えになるのがいいなと思ったけど前はなかったもんね手すりが。そうそれがスポット抜けんねん。嘘。簡単に上抜いて。あ、わあ取れた。めっちゃ簡単やろ。でこれほんまやを取っといたら座ってみて。あ、前はこうやって座ってたもん。めっちゃ楽やろ。めっちゃ楽。でも走行中はこれ手すり欲しいやろ。おお。簡単やろ。あ、走行中手すりあった方が絶対さ揺れへんやろ。これはめっちゃ楽。これなんかここ前めっちゃ見えるな。前より見えるやろ。お、ロードスター。そう。ロードスター撮った今。このね座席が高いねんけど前も高いねんな。カブロードやから。平行ぐらいのことやから。そうそう。でなおかつ今回右の窓大きいやん。大きい。確かに。で左の窓もさよく見えるやろ。確かに確かに。だからどこ走ってるか前はモニターつけとったけど今回はもういらんのちゃうかなと思う。確かにね。すごいここ座ってるだけでも開放感感じる。なあ、これでしばらく行ってみましょうか。楽しそう。今回ねG520ってセンターエントランスで入り口が真ん中にあって王道のパターンやねんな。やねんけど俺選んだ理由の中にこのサイドソファーっていうのがあってんこれ。ここにも座れんねん。ここで俺らご飯とか食べてくつろいでな夜の宴してでこっち側で首みちゃんを寝かせてもいけんねんな。すごい機能的やな。めっちゃいい。で俺なこれ今考えてんのがこれフラットにできんねんな。あ、そうなの。ここまでフラットにできる。そうここをこうしてこれが移動するのね。これをすっぽりはまんねんな。うわなるほど。そうなるとここがフラットになってもう首みここで遊ばしといてもいいやん。ほんまやな。こうさ寝れるしな。こんな感じで。朝寝た。で俺も運転疲れたら要は仮眠するやん。そこもそのこうって寝れんねんな。これめっちゃいいなと思って。あれ寝ちゃった。ジルジジイ寝ちゃった。誰がジルジジイや。ここが今回キッチンスペースやねんけど開けてみて。開くのこれ。あれコンロ？ガスコンロが2口。ガスな。じゃあここ火が出るんや。そうでこれいいなと思ったのがこれこうやって使うからこっち側には油飛べへんねんな。なるほどね。だからサイドだけ気をつけてって感じかな。2つあんのすごいな。同時調理できるんや。こっちで焼いてこっちでなんか味噌汁とかさ。すごい。ここにレンジフードって換気扇もあんねんな。ほんまや。すごいやろ。もう真上に純正でつけてあるんや。もう家と変わらんやろこれやったら。そっち開けてみて。こっちも開くんやな。こっちは台所シンクやった。なるほど。まあ大きいやろ。そうやね。普通に洗えそう。でこれが生活用水。これでお水出るから。で一番奥までやったら混合泉って言ってお湯も出んねんな。お湯出んの。へえ。今回洗い物冬でもあったかくできる。でこっちがもう一回やんか。これは清水タンクで生活用水タンクと別に結構きれいな水とか入れたりとかしたら飲める水とかね。飲み水ね。一人暮らしの時こんな台所やったね。確かに俺もなんか東京住んでる時ねキッチンこんな感じやったわ。でもそれが車の中にあるとすごいってなるね。そうやな。なんかここ高くない？高さ台所。確かにそうやね。前より高いかもしれん。そんな気がする。なんか作りたくなるやろここやったら。使わん時はここでまな板切ったりできるもんね。まな板置いて。でここもこっちもサイドも。すごい。そんな広くないけど工夫したらいけるかなっていう。前マッシュの時は自分でこれ作ってたもんな。もう作らんでいい。純正でやるから。よかったよ。で俺考えてるのはな、さらに延長したのかなと思ってこれをさらに延長。パカッとか開いてな。もう畳んでやってパカパカパカって。そんなんもいいなと思って。
この辺はだから最初からこんなんがあったら、さらに高次元なことをできるから、確かにね、ようやるわほんま。で上に電子レンジ。おお、これ使いやすいやろ。めちゃくちゃ綺麗にはまってんな。前下やったからちょっと使いにくかったよな。ああそうやんな、もうマット広げちゃうと開けにくかったりして。おお、いっぱい入ってた。あ、結構でっかい収納スペースよね。そうやろ。一旦仮でね試着するから置いてんけど、容量多かったから、ね、かなり入るね。ちゃんと仕切り板とかそうやね。で収納すれば、結構な量入ると思うわ。だってサランラップが縦で入ってるもんね、すごいやん。高さもあるね。次ねマルチルームやねんけど、これもこだわって、今回はラップポンじゃなくてカセットトイレついてんねん。カセットトイレ、でなおかつシャワーもついてるから見てみましょうか。ここです。あれやっぱ前よりちょっと広いよね。ちょっと広いね、若干、シャワーだ。そうそう、これでトイレがある。そうそうそう一緒の部屋なんだ。できるこれシャワー。一応俺やってんけどね。やった。まあ快適ではないけど工夫したらできるって感じかな。へえ。でも災害時はシャワーここにあるだけでもやっぱ嬉しいよね。あるかないかって全然ちゃうと思う。ね、あ、ちゃんとシャワーカーテンもついてるし。そうそう。でこれがね、ポンプここ押したら水出んね。で下に弁のレバーがあって、それして汚水タンクに行って外から出すねんけど。あ、そういう仕組みなの。薬剤入れたらね匂いとかはせえへんみたい。この辺もちょっと使っていってって感じかな。でこれ狭いねんけどコーナーぐるって回んねん。うわ。ならちょっとシャワースペースができるって感じ。あ、確かにな。ちょっと広くなったかも。そうそう。でここがねシャワーのお湯入れるレバーやねんけど、水とお湯を一番回すとお湯出んねんけど、熱いシャワーが。でちょっと緩めて水足すみたいな感じ。なんか自分で混ぜていくわけね。そうそうそう。ちょっとむずそうやけど。慣れる前ちょっと難しいかもしれん。これ一回今度使ってみようか。俺ね一回使ってんけどね、車の中で浴びたらなんか異次元やで。ほんま。結構初体験やんな、そんなんな。なんか悪いことをしてるみたいな感じだった。いけないことをしてる。もうどこでもいいやんっていう。トイレもあるし、トイレもあるし、シャワーもあるし。まあキャンピングカーの楽しみ方の幅を広げることできるから、一回体験してみて、でもう家やったらもう選んでもいいし。水がだって制限があるもんねこれ。そうやねんな。だからあんまり大量には。シャワーずっと出しとく派やからさ、体洗ってる時とか。それはもうすぐなくなると思うわ。だって2人で入る時な、さっき入ってもらってなクピコで次俺入る時もなかったら結構泡途中でとか嫌やで。全部使ったるわ、先入って残しといてな。で今回リアベッドこれねちょっと横幅広くて下と上やねんけど、一回寝てみる？寝てみる。結構広かったよ。そうやんね。どう？やっぱ広いね、前よりはね。天井もちょっと高いと思うし。そこ首見と2人はむずい？どうでしょう。寝転がるのはできるけど、首見ちゃんめっちゃ寝相ゴロゴロするから、無理かな。そうやな。やっぱもう一人用やね。そうやね、今はね。窓が3つもあってすごくいいね。結構使えるかなと思ったのは、ここの下が収納になってんねんな。あ、そうなの。わお。だから今まで結構収納がさ、バンクベッドとか常設ベッド2段の上とかやったけど、ここ取り出しやすいから、首身のおむつとかも。そうやね。これはやっぱりちょっと大きいキャンピングカーになったから、収納に余裕ができるかなと思う。そうやね。前さ冬場とかライトキャブ君やったらもう3人でもパンパンやったもんな。布団とか上着とかいろいろいるからね。そうそうそう。夏は少ないけどな、冬はな大変やったね。そうそう忘れてた。このエアコンもあるから。あ、ほんまや。家庭用のやつ。これどうなってんの？隠れて分からへんかったやろ。おしゃれやねなんか。半分だけ見えてんの？そうやね。で半分はリアベッドに風が行くようになってるみたいだけど。そう。これで冷えるんかなっていうのはちょっと俺も使ってみな分からへんなと思ってな。夏やね。そうやな。どうなるか。前のキャンピングカーと違うのは走行中のリアクーラーっていうのがこれなくて、もう家庭用エアコン使わなあかんみたいね。そうなの。じゃあ夏はこれを使うわけね。そうそう。後ろ乗る場合はね、冷えるのが電気持つのか。なるほどね。電気使うわけやもんね。そうそう。マッシュはねリアクーラーあったから結構快適やってんな、走行中は。そう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 。寝る場所やねんけど、俺がリアベッドに寝ようかと思ってて今思ってんのかな。ここにフルフラットなるから、首身と首2人寝てもらうか。それが前と同じ寝方やね。で今回バンクベッドが広いから、ここでもいいかなと思うねんけど、一回寝てみる？寝てみる。まずこれ引きます。おお、出た。結構伸びるやろ。ほんまやな。
でここにうんはしごをかけます出ましたはしご、でクッションを敷き詰めたらお完成結構広いやろめちゃくちゃ広いのうん、ちょっと寝てみる寝る、うん怖い怖い怖い高いやろあ高いさおめっちゃいいやん広い広いクピミといけるやろそうやね、うんまあいけるやろうけどちょっと落ちそう、あやけどでそれねネットあんねん今そう思ったのこれ、ここになんとネットがほうこんなに簡単にもあそういう感じでつけるの、ねロックできてほうほ落ちへんなってんねんこれすごない、やったらクピミちゃんと寝られるかも、まあ、うんいけると思うでどうする朝起きてクピミちゃん網にかかってたら取れたんだよお魚みたいになってたらでこれね照明手元であマネキューもあってあいいじゃない一緒これね今横やねんけどうん俺は横で寝なちょっとうんあれやねんけど、あそうなのうんクピコとかやったらもう縦でもいけると思もう縦横いけますこれう進行方向でもいけどっちでもいけると思う高さとかどあそうだねやっぱこっちまで行くとすごい近いよね、でも人によったら圧迫感あるかもしらんけど、うんそんなに気にならん自分は、こっちがやったら問題ないけどねそうだね、んクピミちゃん、怖いかどうかなここにアンパンマンのなんかシールとかでも貼ったら楽しいんじゃんあいいなうんもう今日ここで寝ようかなやかましいなもう多分これ首身、うんずっとバンクベッド上がったりで降りたりして遊ぶと思うわそうやんで今回うん真ん中もねうん椅子パタンって起きて座れるから、あここ、親子3人で乗って旅してもいいなと思ったわあすごい嬉しいな、それ結構夢っていうか、うんねチャイルドシートだけ真ん中2点式のやつちょっと探さなあかんけどねこっち側はエアバッグあるからチャイルドシートあんまり良くないと思うわ、うんそういうの楽しみやねそっか3人並んでいけるんや、うんめっちゃ嬉しいなんやねんこれこれなんやこれそう、これつけて何やと思うなんやこれなんか置くんか2個ある意味はあるんかまあそうやなあわかった、うんスーパーの袋とかをさかけとくブー正解はね、うん GoPro 置きでしたわかるわけないやろここのな画角がちょうど欲しい画角やってんなへーで置く場所なかったからなあ2個やから安定よくしてんのそうそうなんかこれからメインチャンネルの方でこの画角が結構登場すると思うからなるほどねほんなら今度からジル520で家族車中行きますから新章の始まりやなこれで富山県もいろいろ回ってで全国行こうかやっぱ中広いからさうん長期旅もしんどくないと思うからすごい使い勝手良さそうと思った、早く使ってみたい、実際に出張車中行6月にさ関西キャンピングカーフェスティバルっていう毎年呼んでくれてるキャンピングカーショーを呼ばれたからそうやなこれで夫婦で行きましょうかまた物販してやうんで神戸でちょっと泊まってそうやな、南京町行きましょうかもう決まってんのまたサブちゃんも今年も更新しながらねそうやね緩い感じで行きましょうかこのジルでも旅しながらこれから楽しんで、じるじじ誰がジルジジイやんいただきますきます寿司詰め状態やなこれなはいじゃあいってらっしゃいほな、上から水落ちてきたんやけどそやボタボタって今家族との車中泊のために購入した13年落ち中古キャンピングカー気に入ってくれるでしょうか。納車後初めての家族車中泊準備していきます。まずはお水生活用水、今回は満タン入れます。お水の注入口はこのボディの右側にあります。鍵がねすごい多かったんでこんな感じで印つけました。キャップを外していきます。お水なんですけどホースそのまま突っ込みます。でこのままだったら入らないんでこういった変換作りました。でこれ挿してでこれでお水オンオフできます。止めたり出したりできます。あとはホースを突っ込んで注入するだけなんですけど今回こちら消毒殺菌ピューラックス入れておきます。注入口が奥まで入れれなかったんで急遽ホース切って応急で入れました。
あと反対側左の後ろ側に清水タンク20リットルあります。こちらも満タンにしておきます。はい、満タンになりました。で今回なんですけどカセットトイレ使いますんで、トイレのお水も入れていきます。ブラックタンクと洗浄水両方薬剤とお水入れていきます。今回中古ということでブラックタンクは新しいの買いました。でこちらの便座なんですけど、こちらも新しいのに取り替えました。そういうフレッシュアップキットっていうのが売っていました。まずは洗浄水から入れていきます。こちらのアクアリンス少し注入します。こちらもお水入れていきます。次ブラックタンクなんですけど、こちらのレバーを上に上げて引くだけです。簡単に取り外していきます。処理するときはこちら回してキャップ外します。でこちらに戸建てだったらどの家庭でもある汚水タンクですね、そちらに流します。ブラックタンクにも薬剤を注入します。でこちらなんですけどオダーロスという薬剤です。でこれ全然匂いしないらしくてかなりいいみたいなんで今回試してみます。約小さじ 2.5 杯とお水 390ml 入れます。はい、これで OK です。やっぱりカセットトイレ今回初めて使うんですけど抵抗がないといえば嘘になるんですが、どのぐらい匂いしないのかどのぐらい便利なのかキャンペーンカーが研究しているものとしてはワクワクします。処理も含めてまたレポートします。あとは動作確認しておきます。はい、出ました。こっちが20リットルの清水タンクで、こちら側は生活用水タンク67リットルです。でこちら側はお湯の方に1回全開します。これで温水ボイラーの方に生活用水が注入されます。はい、生活用水タンクは現在満タンですね。トイレの水も流れるかチェックしておきます。はい、流れました。電源はこのキャンピングカーに最初からついていた鉛バッテリー3台 300Ah、 現在容量 254Ah ですね。それとこの下にポータブルバッテリー容量 1000Wh タイプを持ってきました。ポータブルバッテリーがあると消費電力の大きい家電が2つ同時に使えます。エアコンとドライヤーなどこれで快適に過ごせると思います。まだ残っていますんでこの2本と新品の2本持っていきます。準備完了しました。それでは家族呼んできます。オッケー、おいで。おいで。かわいい。履いてくれへん。新しいやつやから。あ、見て、あそこにバイキンマンおる。お話ししに行く？いらっしゃい。どうも。新しいキャンピングカーやで。ちょっと広なったやろ。わかる？そうやんな。大きい。お家大きい。ここお家やと思ってるじゃん。どう？これ新しいキャンピングカー。新生ジルジジイやな。誰がジルジジイや。頑張って買ったんや。今回初めて家族で車中泊するから一旦このノーマルのまま一回試してもらって今回使い心地確かめようか。そっからまた DIY していくやな。そうやな。でテレビさ大きなったやんか。あ、ここあったやんな。これ一旦なくしたから、ちょっと大きすぎるっていうのがあったから、首身が結構前で見ちゃうかなと思って。そうやな。これサイドソファーやねんけど本来はここないねんな。子供と多分こっちの方が広くて使いやすいと思うねんな。いいと思なんかこのままで一回行ってみるわ。で寝る場所やねんけど今回ここダイネットがフラットなってベッドなんだけど、そことあとバンクベッドや。初日こっちで寝て、2日目バンクベッドで寝てもらってさ、で寝心地一回確かめてもらっていい？ここ3人眠れたら一番やねんけどな。それは難しい？それもちょっと試してみようか。一回やろう。で収納荷物やねんけど、リアの常設ベッドの上段使ってないからここに置いたから、分かった。本来やったら下段のここにね一番広いねスペースあんねんけど、これベッドを引いてたらさもう取られへんやんか。そうやな。今回はもうこっち使わずに上段だけで、分かった。ちょっと一回荷物取ってみて。取れる？奥の方はちょっと背伸びして。一応ねこの下に台みたいなのを用意したから。ほんまや、台がある。もし足りなかったらこれ使って。これがあるといいかも。キッチンのねここにクッカーとか、でそこにもサランラップとか入れてるから、でこっち側には、食品入れてるから。ほんまや。冷蔵庫も結構食品入れてもまだ余裕あるやろ。そう、びっくりした。
この幅さ、前のキャンピングカーで広なったよね。そうやね、うん多分で入り口の靴やねんけど3足いけたね。ぴったりやな、一応ねこの横にも靴置き置いたから、あほんまや、こっち置いてもいいし。でドアね、うんこれ取ってここじゃないねんな。おここでもないね。えここやから、あそこ、ちょっとややこしい。ロックは集中ロックってやつで、うん前をロックしたらもうこっちも自動的に閉まるから、あ普通の車みたいやね、でこれ辺は楽よね、前より。で今回の、目玉やね、このキャンピングカーの出たねマルチルーム、こちら、カセットトイレ。クピコも今回使ってもらいたいやな。でこれがカセットトイレだけど、で青いの押したら水出るから、でここにレバーがあって、これ引くとこの弁が開くから、へえ、で水とかオブスとか下のタンクに行く、でここの上部に収納があって、でティッシュペーパー水に流せるやつやから、あと消臭スプレーとかね、結あるから、構揃ってるね、電動のウォシュレット、このままだから、そのままあんの、でこのキャンピングカーは前3人座れんねんな。なんか3人で行こうかなと思ってんけど、今回はやめとくわ。なんか2点式のチャイルドシートが見つかれへんくて、あそっか、3点式やったらあんねんけどエアバッグが危ないらしいから、結構垂直やったからね、座ってみたらしんどかったから、クッション用意したから、でこれで乗り心地教えて、後ろの。ありがとう。いや楽しみやな。出発しようか。あちょっと待って、これ渡したかってん。え、どうぞ。猫お年玉？おっさんにお年玉あげてんやろ。お守りやん。そう交通安全。交通安全。あれ車のマークあるやん。可愛いやろこれ。な。それ買っといたから。じゃあこれで安全運転行ってきます。あれ一人で行くみたいになってるよ。連れてってんの。お前な。どう？一般道乗ってみて。後ろ。前がよく見えるわ。両側も窓が多いからめっちゃ風景見えるし楽しいよ。このさ路面の衝撃あるやんか。これはどう？前と比べて。あんまり変わらんような気がすんねん。あほんま。あとあれやね、今から高速道路入るからさ、風で結構前揺れたやん。あそうやね。それがどのぐらい軽減されるのかどうか一回体験してみようか。はい、じゃあ高速道路入ります。これ今40キロで走ってんねんけど、どう？別に怖くないよ。怖くない？はい、じゃあ次も結構きつめの高速道路ジャンクション40キロ。なんか安定してるね。あほんま、前に比べたら。そうやね、全然怖くない。ほんまよかった。はい、じゃあ今80キロで巡航入りました。今回の旅やねんけど、富山県の東側回るわ。結構子供向けの施設もたくさんあるみたいやから、誕生日祝いに楽しんでもらいましょう。あ、見て、虹。あ、ほんまや。綺麗やな。なあ、すごいな、めでたいな。初車中泊やし、くぴみちゃん誕生日やし。ほんまやな。門出やん。どう？後ろの揺れ。さっきちょうどガタンガタンって揺れたけど、衝撃が和らいでる感じがした。風の揺れはどう？風の揺れは今あんまり感じへん。トラックも今横つけてるやん。あんまり感じへんわ。今日かなり風速強いから怖かったんけど、このぐらいやったら問題ないと思うわ。なあ、冷蔵庫の上らへんからさ、なんか冷気が来て左腕だけなんか今冷たいねんけど。そうそう、そのな、隙間から外の風来んねん。冷蔵庫の排熱口っていうのがあんねんけどな、そこまた対策するわ。無事駐車完了しました。駐車時の線が1本だけなんで少し緊張しましたが、枠に出ることなく止めることができました。一番端のところちょうど線合わせました。で反対側は少し余裕がある感じです。で全長516センチあるキャンピングカーなんですけど、この輪止めまで止めると後ろ出ずにちょっと前も余裕ある感じで、ある程度ゆとりのある駐車場でした。ここの道の駅が新しくできたばっかしですごい綺麗です。遊具施設も充実していて、なんと北アルプスが見られます。今日はちょっと雲がかかってるんですけど、明日の朝これ楽しみですね。で駐車場も結構何箇所かあって、であそこはお風呂で、すぐ目の前には大型スーパーもあり、最高のロケーションです。スーパーもお風呂もあったわ。ほんま？なここな。で早速行きましょうか、買い出しに。あ、やってない。閉まってるな。閉まってるね。この辺が結構地元の食材売っててんけど。あ、ぽいよな。スーパー行きましょうか。はい、クビミがまだ遊び足りないので、クビコに見てもらって自分は隣のプラントで今日の宴の食材を購入します。
あ、寒いね。おかえり。いっぱい買った？うん、結構遅かったから鮮魚売ってなくて、お寿司はあってんけど、あともう加工物とかそんなにしたから、いいじゃん。すぐそこお風呂やねんけど、なんかお腹空いたな思って、そうやな。もう今日鮭食べちゃう？食べる。食べようか。でさっき車中泊のモードにしても目隠しします、これ運転席はねこれで隠れるわ。でこっち窓はね全部シェードあるからもう簡単、これで OK で OK。 これでもう車中泊セッティング終了。こうなると一気に部屋感っていうかプライベート空間やな。この照明結構夜になったら綺麗やろ。綺麗。首耳も結構ソファー広いから楽しんでるね。なんか楽しい？ハッピーハッピーハッピー。冷蔵庫に明日の朝ごはんも買ったから、入れていきましょう。はい。お、ありがとう。完璧やん。オッケー。余裕やね。冷蔵庫がね前の倍近くあるから。前は結構考えて入れなあかんかったもんね。そうそうでサブ冷蔵庫持って行ってたやんか。そうそう。もう今回これだけでいけるかも。いやーすごい。富山の昆布締めかなのつぶ貝、あとは同じ昆布締めの甘エビ、すごい珍しいね。でイカも、これも富山のやつかな。美味しそう。でこの地元黒部の焼きかまぼこ、これやったから食べてみようか。なんか見たことないやつばっかり。な首身のご飯頼むわ。これレンジ使いたいねんけど。あ、いいよ、いけるよ。それね、結構強力で、700あったもんね。700、すごいな。あ、いやもう始まるやんこれ。これ一回カットしてみようか。うわ、豪勢なったね。豪華。俺のあれでいいわ今日、導きやから。はい。だから飲む？飲む。これとこのほろ酔いでいい？はい。乾杯。じゃあカーキャンパイ。カーキャンパイ。ああ、喉乾いたがうまいわ。美味しい。もうこれがねほんま楽しいから車中泊はね。ありがとう。かまぼこからいきましょうか。いただきます。美味しい。そのまで味しっかりしてんね。すごいプリプリして弾力あって、焼いてるから香ばしさもあるし、お酒とかと合うねこれ。じゃあ次この昆布締めのつぶ貝食べてみようか。いただきます。昆布の出汁が染み込んでるような。すごい食感コリコリして美味しいね。こっちは昆布締めやけどあえてあるような感じやな。あ、これ美味しい。エビがすごくまろやかな味になって昆布もシャキシャキしてすごい美味しい。寿司も行きましょうか。美味しい。新しいキャンピングカーで食べるご飯美味しい。美味しい。で今ねホタルイカちょうど旬になってんな。だから明日ホタルイカのねミュージアムっていうのがあるからそこ行って。おもろそう。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、気をつけしてる。気をつけ。あとアイラップ取っていこうか。オッケー。乾杯。どう？汚れてない？全然汚れてない。大丈夫そう。じゃあお願いします。ここさ、2人さ、すれ違えるやんか。さっき調理中にすれ違えてびっくりしたね。ここ広いのいいよな。そう、今日これな、道の駅で、チャンネル見てくれてる人がくれてな。すごい。プリン食べる？どっちがいい？口。口？視聴者さんにプリンありがとう。美味しい。美味しい。パパは食べていい？あかんの？パパ、ななな。ここあるやんか。このスペースがフルフラットなんだよな。一回やってみんね。このサイドソファーの背もたれ入れて。それがそこに行くの。そうでこれしまますと。すごい。これでフラットなるから。めっちゃいいな。広くなった。この感じやったらさ、掘りごたつっぽいというか。確かにな。ほんまやな。これでしばらく過ごしてみましょうか。トイレ行ってないの？行ってない。やっぱ抵抗ある？なんか初めてやしうまくできるんかなってちょっと。でもそろそろトイレ行っときたいなってのもあるし。行ってみる？はい、じゃあ行ってらっしゃい。ほな。どうやった？気
やってみたら意外と普通にできたね。狭いっちゃ狭いけど全然気にせずできたし。終わったらなんかこれやったらいけるなって感じじゃない？うん。でも今はいいけど、全てが終わった後に掃除をせなあかんのが嫌やなって思わへん？ちょっと道やろ。うんうん。なんか最後掃除してくれるの？キャンピングカーのお父さんの仕事やな。なら助かる。家ではさ、水洗トイレで何も考えんと普通にトイレしてるけど、自分で処理するってなると大変なことやな。車中泊した毎回思う。ね。家ってすごいねなと思う。な。キャンピングカーとか車中泊ではそれは自分で処理していくからありがたみをめちゃくちゃ感じるな。そうやな、いつも人がやってくれてるんやもんな。もう寝そうやな。眠れ眠れバイあれ起きた起きた。ほなもうフルフラットしましょうか。あと本来この両方のマットを外して埋めんねんけど、なんかこんなマットなあってな、これをそのままはめれんねん。楽やな。これでこっち完成。あとここのマットを埋めたら簡単やろ。これねもしかしたら3人いけるかなと思ってね。一回寝てみる？寝てみようか。ちょっとしんどいか。寝返りがなんかできなさそうやな。そう。くびみちゃんがすごい寝返りするから狭いかも。すし詰め状態やなこれな。なあもう今日はクピコとクビミ2人ここ寝てもらって、俺リアベッドに寝るわ。おさあっち行ってくれ。誰がおっさんや。爆睡してんね。な。昨日が誕生日やったからさ。なあ、昨日3歳になってな。なあ YouTube も3歳で顔出し終わりやから、今回が最後かな。そうやな。で次はあれやね、クビミの意思で、また自分で出たいってなったらさ、また出てもらおうや。でも最後こうやって動画撮れてよかったわ、ジルで。そうやな。クビミが大人だったら思い出すんじゃん。一応下シーズ敷いとこうか。これ2人やったらかなり広々やね。めっちゃ余裕ある。あと歯磨きして寝ましょうか。ほな明日はミラージュランドっていうね遊園地あるみたいやから、3歳のお祝いしよっか。そうそう、ジル520さ初めての車中泊どう？いややっぱ快適やね。広くてクピンちゃんものびのび遊べるし楽しい。そう言ってくれたら買ってよかったわ。すごいね、ありがとう買ってくれて。まだまだ旅はこれから続くから防災も含めてもっと慣れていきましょうか。そうだね。じゃあおやすみ。おやす。おはようございます。おはすです。クピミ起きたな。自分で一人で起きた。もう3歳やからな。起きた。起きた。起きてから気づいたけど、そういえばマッシュでさ、この向きで寝たことはなかったなと思って新感覚やったな。横幅とかも行けた？行けたね。じゃあそこは2人までやね。そうやね、もうこんといてね。 OK。 今日はバンクベッド試しましょうか、上の。 OK、そっちも楽しみやな。じゃあこのフルフラットのダイネットベッドをテーブルモードに戻していくわ。はい。はい、完成。朝ごはんしましょうか。ご飯はもう簡単にレトルト温めていくわ。OK。で味噌汁もレトルトで。目玉焼きはガスコンロ使って焼くわ。これ開けて、でこれがねレンジフード換気扇やから、これで換気もできるから、いいね。ここはめたらほんと1センチぐらい開けれるね。すごいな。でこれで吸い込んでレレンジフードで匂いを排出。でガスの車内のスイッチがここ、あとはガスのゾンビを回してで着火。お、あれつけへんな。こっち行ってみようか。つけへんね。この着火するやつがもうついてないかもしれん。これが中古やからね。
そんなこともあろうかとライター持ってきましうわた。なんかいかついな、うん、それもつかへんやこれでうわ怖いな。着火。ついた、ついた。おおついた。でこれが、うん、今火大やねんけどな、うんうん、右にやったらちょっとちっちゃくなるね。あ加減もできんのね、なんかちょっとガスの匂いするねやっぱり。そや思い出した、忘れた。何これガス警報器がここあんねん。これしといたら、うん、ガス漏れしたら感知してくれる。へえ、お味噌汁やねんけど、わかめと豆腐あんねんけど、どっちがいい？わかめ。オッケー。はい、完成。おもうこれで朝は永遠定食。はい、いただきます。いただきます。熱っ。あー味噌汁ええな。目玉焼きご飯ののしちゃうわ。丼になった。あまま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 おいしい。納豆も食べます。でも照明さ、これ上のやつだけ今つけてんだけど、なくても明るいな。ね、窓が大きいから光が入ってきて。そうやね、左右から入ってくるし、最高の朝食やね。うまいよ。なんか忘れてるなと思って。で昨日な焼き魚買っててん。この焼き魚もレンジでチンしちゃおうか。そうやね。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった。アイラップ敷いてたからもう汚れてないね。もう全然。はい、ありがとう。じゃあフライパンだけ洗っていきます。はい。はい、オッケー。はい、ありがとう。きれいだ。ありがとう。ほんなら道の駅でちょっと買い物だけしてミラージュランド行きましょうか。やったじゃあ出発進行。ー。はーい。北アルプス近くて綺麗なとこやったね。なんか圧倒されるね。こんないいロケーションの道の駅なかなかないで。セカンドシートどう乗り心地？意外とこっちの方が揺れる。あ、まあ。多分揺れ的には一緒やと思うねんけど、こっちってシートベルトが2点式で、あと手すりもないからさ。あ、そうか。明日とか助手席、それさったら座ってみようか。あ、そうやな、そっちも乗ってみたい。もうすぐ着くから。はい。はい、無事駐車完了しました。駐車場のラインが1本だけだったんで少し緊張しました。一番角の駐車枠を選びました。でギリギリをしてで反対側は少し空いている状態ですが、ここに大きい車止まるとちょっと出にくそうです。後ろはまだ余裕あったんですけど、できるだけ寄せました。で前の線の内側に入りました。それではここで遊んでお昼ご飯もいただいてから次の車着スポットへ向かいます。いや楽しかったね。いっぱいアトラクションあってすごい楽しそうやったな。前の奈良出発する時に最後に行った生駒遊園地、あの時雨でさもうすぐ帰らなあかんなってしまったから、今日はいっぱい楽しんでもらえてよかった。よかったな。でこっから8分でホタルイカミュージアムあるから、そこ寄りましょう。はい、到着しました。ホタルイカミュージアムと道の駅が併設されています。でこっちが道の駅なんですけど、今日は休みのようです。あ、こっちがお土産売り場やね。全部つながってんねんな。ここがホタルイカミュージアム。結構大きいな。大きい？ピカピカのイカ見る？ホタルイカの発酵ショーが今から見たいから、ちょうど、見ましょう。やったー。はい、楽しかったね。見て、ホタルイカの刺身売ってる。うわ、豪華やなこれ。これ美味しいねんな。うわ、すごい。でボイルもあるから、これで夜の刺身作ろうか。ホタルイカパーティーやな。あ、いいの書いたね。この近くに入浴施設とスーパー併設の場所あるから、そこ行きましょうか。ここ滑川市は立山の景色すごい綺麗やわ。あ、ほんまやね。
向こうにスーパーあって、でこれが温泉施設やって、大きいな、なんか、なんか市役所みたいやね。ほんまやな、お風呂入ってその後買い出し行って試着スポット行きましょうか。あ、気持ちよかったね。すごかったね。海洋深層水。あれ深海の水やってね。女湯はね、海が見えたから、日の入りも最後見れてね。あ、ほんま。俺は山がやってんな。立山がずっとブワーってな夕日に照らされてめっちゃ綺麗だった。どっちも当たりやな。そうそう。めっちゃいいな。近くのキャンプ場行きましょうか。あれ、ここやねんけど、ちょっと降りてみるわ。本日の営業は終了しました。ここ車中できるキャンプ場なんですけど、今日はダメのようです。あかんかった。あ、いやいや。ここからあんま遠くないところでね、前車中泊した RV パークあんねんな。あ、ほんま。いや、やっと着いたね。おついした。あとはもう宴を楽しむだけ。刺身楽しみやな、ホタルイカ。ほんまや、今日ホタルイカバカほどあるで。とりあえず車中泊のセッティングしていこうわ。シェードしていこうか。オッケー。せーの。な、俺たちは飲みましょうか。オッケー。立山のビール売ってたから飲んでみるわ。なんかすごい濃い色やわ。な、飲みましょうか。はい。はい。カーキャンパイ。カーキャンパイ。うまいな。美味しい。なあ、美味しいな。やっぱり車中泊で飲む一杯はたまらんな。何通じ合ってんの。じゃあこのホタルイカの刺身つまみながら飲みましょうか。贅沢やな。ちょっと新しい車でまだ揃ってないから、醤油入れがないねんな。もう懐かしい。コップで。はい、完成。うまっ。食べようか。いただきます。いただきます。なんか光り輝いてんな。塩が上手で。コリコリ。いい食感の。イカの旨味あんねんな、ちゃんとな。このちっちゃいのに。富山来てほんまに最初びっくりしたのこれは。その日取れたやつやからね、これ。あとこのビールと合うわ。今日富山尽くしやね。うまい。ホタルイカに立山エール。ちょっと甘めやねんけどね、コクがあって美味しいよ。このビール。足行ってみようか。食感すごいいいよ。この生姜醤油ってこんな刺身と合うねんな。知らんかったよね。家でもやりたいね、これ。これいいね。ボイルのホタルイカもあるからこれも食べようか。すごいプリプリしてるよね。なんかツヤがあるよね。ボイルもうまいわ。美味しい。すべて旨味に変わってる。じゃもうちょい飲むわ。いい時間やな。富山楽しいね。楽しい。食べ物がほんま美味しい。もう寝ちゃったね、首身。寝ちゃった。でもこれしたかったから子供がここで寝て、その横で俺たち宴するっていう。ここのサイズ、この一角ちょうどいいな。首身ちゃんサイズっていうか。ホタルイカな、まだ結構余ってるやん。だから今から焼きそばしようと思って麺買ってきたから。うわ、天才や。白い身も売ってるから。これも今旬やから。これも朝に採れたやつやねんな。うわうわ。もう結構いい匂いしてんで。でも海鮮系の匂いってさ、結構残らへん。いける？いや、まさにそうやね。でもこれやったら換気扇あるから、それを明日確かめようか。味付けやねんけど、オイスターソース、これ大さじ1入れて。目分量？やるね。で醤油大さじ1。あ、オイスターソースごめん、大さじ2やわ。2人前から。あ、そうなの。目分量で。いや、美味しそうやな。なあ、いただきます。食べましょう。ホタルイカと麺絡めて。初めてや、こんなホタルイカの焼きそば。うまっ。うまっ。焼いたらさらにうまいな。ホタルイカこんな味濃いねんな。なあ。
白エビって加熱しても白いねんな。お前な。だから白エビなんかね。白エビもすごい香ばしく美味しいな。イカとエビの美味しい出汁が出てる。こんな贅沢な焼きそばないで。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったな。すごい美味しかったよ。一瞬でペロリしちゃった。眠い。めっちゃ眠い。やろうなと思った。目半分しか開いてない。寝る準備しようか。首耳さ、もう寝たからさ。な、下で寝ちゃったな。俺今日もう一緒に寝るわ。首耳と。ね、首こうマクベッド寝てみてよ。いいね。でまずはダイニングスペースフルフラットにしていくわ。これ引きますバンクベッド。毛布敷いてるから。これでも完成。お、早い。どう乗ってみて。ゆったり寝れそう。落下防止のネットする？一応する。なんか変な感覚やわ。屋根裏部屋で寝てるみたい。ここ好き。明日は首身の病院富山市行くから。明日ね、病院の予定が入っててな。で、明後日はあれやね。いよいよ首身の入院式。いやー、ついに来ましたね。寝ましょうか。はい。はい、おやすみ。おやす。はい、おはようございます。おはつです。どうやったバンクベッド寝心地？広さは申し分なし。ただあれやな、ちょっとマットが硬いね。あ、よく気づいたね。この辺がねまだ分厚いねんけど、奥がね結構硬かった。低反発のニトリとかで売ってる薄めのやつをなんか引くとかすれば改善されるかな。ここの窓シェードせずに寝たんやけど、朝日が入ってきてよかったわ。気持ちいいよね。昨日ここさんやったのは首身が寝てしまったら上に上がられへんっていう、ちょっと大変か。そうやな。あとはフルフラットにしたらはしごが使われへんから。昨日踏み台になってもらって上がって。そうそう。朝もいきなり踏まれて、びっくりした。降りてくる時に。もうええかと思って踏んじゃった。その辺またちょっと DIY していきますわ。ならフルフラットを元に戻して朝ごはん食べようか。昨日スーパーで焼きそば買ったから、やったー。今日もご飯もレトルトでチンしますね。はい。あれ？今なんか一瞬消えた。電気なくなってきたんちゃうか。あ、バッテリーがね、もう128アンペアアワー出て、ほんまは使ったらあかんとこまで消費してるわ。もうないの？そうやね。ありゃ。トータルバッテリー持ってきてんねんけど、電子レンジとかね、その配線がつなげられるようにまだしなくて、困ったな。フライパンで温めようか。あ、それガスは使えるのね。ガスは使える。はい、完成。食べましょう。はい、いただきます。いただきます。朝のサバはしみるね。サバちょっと食べる？あ、やば。はい、どうぞ。おいしい。おいしい。なんとかご飯だけチンできてよかったね。ギリギリ。今のね、電気はソーラーパネルからのやついけんねんけど、電子レンジは大電流やからもう疲れへんと思うわ。今日曇ってるし充電もできないの？そうやね、だから走ったらいけるけどね、また。ご飯食べたら早速移動しましょうか。クーピー。え？クーピー？クーピー。クーピーチャンネル？はい、ごちそうさまでした。初めてのジルでの旅ももう週前ね。ほんまやな。またこんな長期旅はくびみちゃんの夏休みとかにしたいな。あとは夫婦で行きたいなと思ってるのが、関西キャンピングカーフェスティバル、今年も6月のやつ呼んでくれてるの。夫婦でまた行くから、その時に出張車中泊みたいな感じで使いたいなと思って、でその時はシャワーとかも浴びてみようよ。あ、やってみようか。なあ、行きましょうか。うわ、あれ？どうしたん？上から水落ちてきたんやけど、ボタボタって今。雨漏り？雨漏りかな。マックスファンに水が溜まってたんかな。ちょっと後で見るわ。買ってばっかして雨漏りとか嫌やで。はい、じゃあ病院到着。病院の受付まで時間あるから、ちょっと見ますわやね。あ、テーブルの上これなんですよ。濡れてるな、確かに。あ、ここなんか濡れてるわ。これほら、
でも良かったのはマックスファンが原因やったら、そこをなんかコーキングとかしたら済むねんけど、そうやな。なんかもうこのボディやったら結構な重症やったはずやねんな。確かに。それじゃないっぽいから良かったわ。な行きましょうか。はい。前すごい景色いいやろ。うん、よう見えるな。やっぱトラックがベースやから視点は高いから気持ちいいよね。後ろと比べて乗り心地どう？こっちはガコンってきて、後ろはちょっと余韻が残る感じ。前は衝撃自体は強く感じるけど、一瞬で収まるまあような。そういう多分足回りのセッティングにしてるんやろな、前のオーナーさんが。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。終わりましたね。終わっちゃったな。楽しかった。よかった。今回初めて試着してさ、まずトイレどうやった？なんか最初ちょっと抵抗あったけど、やってみたら意外ともう慣れた。でもやっぱ前のラップポンの方が個人的には好きかな。ほんま？なんで？もうラップポンは一回やって、もう使い捨てみたいな、もうそれで終了やん。でもこっちは出したものそのままそこに車内にあるわけやん。こぼれたりせえへんかなって、ちょっと不安。一回一回清潔鑑定はラップポンの方が。まあでもラップポンの方が好きやけど、でもこれでも全然できる、大丈夫って感じ。なんかね、2、3日の旅行はすごいいいわ。ラップポンやったらすごいゴミ増えるやんか。でもこれはもうゴミ増えへんから。でも1回だけやったらこれちょっとめんどくさい。このために毎回セットしてってなると、だから両方あんのが一番いいかもしれないね。ラップポンと。それ面白いね。もうしばらく使ってみて、もういらんかったら取ってもいいしね。でラップポンにまた変えてもいいし。で次はリアの収納やねんけど、どうやった？よかったね。取り出しやすかった。ただ奥は全然手が届かんから台は必須。そうやな。これ用意してくれと言ってよかった。で今回このサイドソファーが増えて、このフラットのレイアウトでいってんけど、そうそう。これは良かったね。すごいやっぱり家族使い。昨日の夜なんかくぴみちゃんここで寝てめっちゃ良かったね。全然ストレスなかったね。で俺も運転中眠くなったらここで15分寝できたから寝てたね。全長長くて運転とか駐車気使うんだけど、これのメリット考えたら全然許容範囲というか、例えば本当に災害の時とかまた避難者着する時はかなり強い味方になると思うわ。でこれから寝る場所なんやけど、今回両方寝てみてどうやった？寝やすさで言うともうどっちも寝やすかった。もう足も広々ゆったりできるし、だから個人的な好みで言うと上が好き。あ、ほんま？なんか逆にこうさ、屋根が近いやん、それが好きなんかもしれん。自分一人だけの空間みたいな。一番いいのはバンクベッドでクピミとクピコ寝てくれたら、リアベッドでもうこれ今後いけるから、そうやんな。セッティング楽やねんな。クピミちゃんの寝るタイミング次第やけど、できそうやったら今度やろう。あと気になってたのはサードシート、ここの乗り心地。揺れとかはマッシュと一緒のような気もするんだよな。やっぱあるか。でもやっぱ手すりがあるからね、こうやって支えられるから体を。あとそこね、座ったらね床に足がつかないのよね。あ、ちょっと高いね、椅子ね。あとソファーの幅も広いから奥までこう腰掛けて座るとね、女性やったらちょっとしんどいか。そうなんです。なんか台みたいなの考えようか。そしたら台があるといいかもしれない。俺が一応気になってたのはその辺やねんけど、なんかクビコは今回試着してみて感じたことある？ここあまりやったなとか。このな、電子レンジの中がこれターンテーブルやろ。これがずれちゃうねんな、走行中にな。直すのがなんかな難しいねんな。1はすごい使いやすいねんけど、それずれるからターンテーブルじゃないレンジに変えることってできる？それ考えようか。あとここのさ、手動でステップが出せるとか言ってたやん。あれな。あれ結局一回も使わんかったかな。使わなかったな。一般の駐車場ではやっぱ外出るからよくないねんけど、でもRVパークでも使えへんかったし。そう。多分ね、自動で出てくるなら使ってると思う。そうやな。そう。手動ってのかな。で俺これ気づいてんけど、はしごがフルフラットにしたらね、上上がらへんなるよな。そうやねんな。フルフラットにする前に上行かなあかんでちょっと難しいよね。タイミングがね。台みたいな1個用意しといて、ここに置いてそこに足かけてっていうのが一番現実的かな。まあそれかクーピーさんが踏み台になるっていう。そうそう、俺こうやってな、この踏み台にしてこれが一番現実的やな。早いし。昨日ね、それすっごい乗りやすかったよ上。次その流れで言ったら、ここフルフラットする時にテーブルを下にするやんか。その時にこれ一体上げなあかんねんな。上げてから入れないとあかんから。でなおかつこっち上げつつこっちも上げなあかんから、結構一人じゃ難しいなと思った。2人で協力してやったよな、ここな。電気も足りへんかったやんか。あれびっくりしたね。セカンドシートの下に電気あんねんけど3台あんねんな、メモリバッテリーが。意外と冷蔵庫がね電気食うんかなと思った。これねかなり便利やったんやけど、消費電力大きかったかなって気する。だから電気関係はね
また二重バッテリーとか変えて増設するわ。それはそんなんおっさん得意やもんな。やかましいやっぱり実際に試着してみないと分からへんね。そうやんな。やっぱでも思ったんやけどさ、いきなりこのジルやったら、あんまりこの良さに気づかへんかったんかなって思って、インディーとかマッシュとかいろいろ乗り継いできて、良さに一つ一つ気づけるようになったよね。そうやな。いきなりこれやったらもうこれが当たり前になるから、そうそうそう、ありがたみがないもんな。そう、まあでもそう言うとインディーとかマッシュが劣ってるのかっていう感じになるけど、そうでもないしな。そうやな。一つ一つインディーだけの良さとかもあるし、ジルで大阪住むっていうのは絶対俺嫌やわ。運転が絶対そっか、ジルにもそうデメリットはあるし、富山県やからっていうのもあると思う。その自分たちも子供が生まれたり富山に引っ越したりとかさ、環境もどんどん変わってるから、今の生活にぴったり合うのがジルって感じやな。でこれでまたいろいろ行きましょうか。でカピメも今回で、ね、顔出しも終わりやから。そうでした。次からあれや、もう家族動画もおっさんだけ顔出しておっさんしかおらへん。おっさんしかおらへん楽しみやな。それはそれで。な帰りましょうか。はい。視聴者さんにバイバイできる？バイバイ。バイバイ。みんなありがとう。ありがとう。バイバイ。